皆様、いかがお過ごしでしょうか？ウシャスライムでございます。というわけで今回は、みんなのデスクスライムに見せてもらっていいですか？ 2023 年総集編。それではお付き合いよろしくお願いいたします。一つ目は、たまさんさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃさんはじめまして、はじめまして。いつも動画を楽しく拝見しています。ありがとうございます。在宅ワーカー33歳、2児の父です。仕事用とプライベート用の PC2 台体制で、左側のスイッチで周辺機器の接続を切り替えています。ループデックライブ S が届いた記念で投稿します。応援しています。お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクは濃いめの色の木目調の天板になっていて、ものすごく落ち着く雰囲気になってます。モニターについては正面にウルトラワイドモニターが一つと、その横にノート PC もあるという実質2画面構成という感じになっています。僕のツイッターを表示していただいております。ありがとうございます。PC についてはお仕事用とプライベート用という 2PC の対戦になっていて、左側に置いてあるこのスイッチを押すことで周辺機器などをPC ごとに切り替えることができるということなんですね。確かにね、在宅ワークとかね、されていらっしゃる方なんかは、お仕事の時にも、プライベートの時にも、こんな感じのね、もう最高の周辺機器たち、そしてこのウルトラワイドモニターを使って、バリバリとね、作業ができるということなので、作業効率は爆上がりですよね。そして、キーボードについては、ロジクール MX キーズという薄型のワイヤレスキーボードですね。そしてマウスがロジクール MX-L5 というトラックボールのマウスになっています。どちらもね、ワイヤレスなので、デスクの上にケーブルがだらっと垂れてしまうことはなく、ものすごくスッキリしています。そして、キーボードの左側には、ループデックライブ S が置いてあります。こちらですね、自分の好きなショートカットなんかを好きなだけ割り当てられるという、夢のようなデバイスになっています。このライブ S というモデルは結構新しいものになっていて、こんな風にですね、ものすごくコンパクトなサイズになっているんですね。なので、デスクの上にね、1個デバイスを増やしてしまったとしても、そこまでね、圧迫感を感じることはないですし、それでいて液晶のタッチパネルと物理ボタン、さらにはね、つまみまでしっかりとね、搭載されていますので、機能性は申し分ないという感じになっています。1台ね、あるだけで PC 操作がね、もうかなりはかどっちゃう。そんなアイテムです。欲しいですね。そしてですね、デスクのこの左側ですね、ここにはものすごいいい感じの棚みたいなのがあるんですよ。こんな感じでデスクの角にちょうどぴったりと合っているような形状をしていて、もしかしたらこれご自身でね、なんか DIY とかされたものなのかもしれないですね。もちろんね、棚の上には細々としたアイテムを置くこともできますし、この棚の下のスペースもね、有効に活用できるという感じになっています。ものすごく快適そうですね。しかも、この棚の裏には SD カードリーダーがね、スッとくっついてるわけですよ。これは痺れますね。デスクの上にカメラなんかも置いてありますので、きっとね、お写真撮ってここに SD カードピッと挿してあげるんだと思うんですが、非常にアクセスもしやすいし、デスクの上に邪魔にもならない。素晴らしい場所ですよね。この棚、丸々製造販売してほしいぐらいには、すごいいい感じになっています。ということで、お仕事とね、プライベートを両立させることができる、まさにね、大人なデスク周りになってました。というわけで以上、たまさんさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。二つ目は、こうさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさん、こんにちは、こんにちは。いつも楽しく動画拝見させてもらってます。ありがとうございます。初投稿ですが、よかったら使ってください。ということで、見ていきましょう。全体はこんな感じです。モニターは横置きのものが横に2枚並べられているような、デュアルディスプレイ構成になっています。本当にですね、PC のディスプレイっていうのはね、もう2画面になるだけで、まるで世界がね、変わったかのようにめちゃくちゃ快適になるので、もしもね、今、ディスプレイ1枚でね、作業してるんだよという方なんかは、一度ね、2画面構成試してみてもいいんじゃないかなと思います。そしてモニターについては、1枚はモニターアームで固定されていて、もう1枚はモニター台のようなものに乗せて設置されているという感じになっています。このモニター台はですね、モニターを目線の高さまでアップしてくれるというだけではなくて、中にね、キーボードを収納したりとか、小物を置いたりとか、そんな感じでデスクの収納力もかなりね、大きくアップさせてくれるようなものになっているので、素晴らしいアイテムです。
そしてキーボードについてはロキャットバルカン10キーレスメカニカルキーボードですね。そしてマウスが多分ハイパー X パルスファイアヘイストというワイヤレスのゲーミングマウスになっています。なのでバッチリとゲームをね楽しむことができるアイテムが揃ってますね。さらにマイクも設置してありまして、こちらがアンカーパワーキャスト M300 ということで USB で接続できるコンデンサーマイクになっています。その辺のイヤホンについてるマイクとか、ヘッドセットのマイクとかそういうのと比較するとこういうコンデンサーマイクって圧倒的に高音質なので、もちろんねいつも一緒にゲームをするボイチャ相手なんかもね喜ばせることができますし、使っている自分としてもまるでね配信者のような気分をね味わうこともできるので、ものすごくねテンションが上がります。ぜひねお財布に余裕がある方はね使ってみると面白いんじゃないかなと思います。僕もですねこんな風に動画投稿をねする前からがっつりねオーディオインターフェースとマイクとさらにマイクアームを用意して、こんな風にね横からマイクを伸ばして、ゲームをしたりしていました。めちゃくちゃ楽しかったです。そしてですねイヤホンがモニターにかけられています。これねめちゃくちゃ気持ちわかるんですよ。 PC で使う時のイヤホンって本当に使ってない時にどうやって置いたらいいのかわかんないんですよ。僕もですねもう今でも本当にね悩んでますし、たまにねモニターにかけることもあります。なのでもしもね PC で使うイヤホンのねいい保管方法とかご存知の方はぜひ教えてください。毎日ね快適に楽しくゲームができそうなデスク周りになってました。というわけで以上こうさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目は、たやさんから送っていただいたデスク周りです。こんにちは、こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいています。ありがとうございます。今回初参加させていただきます。高校生のデスク周りとなっていて、主に白を基調にシンプルな感じにしています。これからもどんどん進化させていきたいなと思っています。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。白いデスクもその周辺機器も横の棚まで白で統一されていて、ものすごく気持ちいい。モニターについてはウルトラワイドモニターが1枚と、さらにその上に通常のモニターを設置しているという2段重ね構成になっています。この2段重ね構成はですね、モニターをね2枚設置しつつもモニターを置くスペースっていうのをね大きく節約することができますので、非常にねおすすめできる2画面構成になっています。見た目としてのね迫力もすごく出て見栄えもいい感じになります。さらにですね、こちらのモニターなんですが、ベゼル部分がね、こう白くなってるんですよね。これってもしかしたらなんかマスキングテープとか貼ってらっしゃるのかもしれません。大体ね、モニターってベゼルのこの下部分にですね、メーカーのロゴとかが入ってたりするんですけれども、それをですね、いい感じに隠すことができるので、よりね、スッキリ感がね、増してますね。そしてキーボードがレーザーブラックウィドウライトというメカニカルキーボード。そしてマウスがレーザーデスアダーエッセンシャル。そしてマウスパッドがレーザーゴライアスということで、レーザー一色。すごくこだわりを感じますね。さらにですね、そのなんか奥ら辺にこうしれっと置いてあるケースみたいのがあるんですけど、これってもしかしてファイナルの ZE-8000 っていうワイヤレスイヤホンじゃないですかね。これはですね、ほんのここ数ヶ月前に発売された激強ワイヤレスイヤホンです。ものすごくね、性能が素晴らしいんですが、その分、ものすごく高いんですよ。いや、僕、普段使い用ですけど、みたいなね、感じでしれっとね、置いてあるのがまた憎いですね。他にもね、デスクには白いランタンとかもね、置いてあって、大変いい感じの雰囲気をね、醸し出しております。そしてデスクの横にはですね、こんな風に棚が置いてあるんですが、奥が突き抜けてるタイプの、カラーボックスですよね。こういうのすごいね、おしゃれですよね。僕もですね、ぜひこういう向こうがね、透けて見えるタイプの棚をですね、置きたいんですけれども、この棚の上にはですね、オタクグッズたちがいい感じにディスプレイされています。そしてさらに、これですね。白ルームフレグランスということで、置いておくとお部屋中をですね、いい香りで満たしてくれるというアイテムなんですが、この白のね、ルームフレグランスに関しては、見た目がものすごくいいんですよ。結構ね、四角くて、かつ全体が真っ白で、白デスクのためだけに開発されたんじゃないかというくらいにいい見た目してるんですよ。なので、デスクが白多めという方なんかね、ぜひこちらのルームフレグランス試していただきたいですね。僕も絶賛愛用してます。こだわりに満ち溢れたすっきり白デスクという感じです。というわけで以上、たやさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。
4つ目は、ちーさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさん、こんにちは。こんにちは。シンプル明るめデスクを作ってみたので見てください。デスク天板は IKEA のもので、天板裏に効率よく配線整理ができるよう有効ボードを取り付けました。また、キーボードは特にこだわっていて、テックシーアイスミントとドゥロックポム T1 サンフラワーに乾燥しています。というわけで見ていきましょう。雰囲気いい。左側の窓から日差しが入ってきて、デスク全体を優しく照らしてくれているこの感じ、たまらなくいいですね。やっぱり太陽光がね、入ってくるデスクっていうのは、なんというか、心身ともに健康にね、なれるような気がして、ものすごくね、憧れますね。そして、モニターに関しては、正面に1枚と右側にノート PC がある。という実質2画面構成という感じになっています。そしてですね、この正面のモニターなんですが、モニターアームというもので固定されているわけなんですが、このアームがですね、ちょうどノート PC スタンドに隠れているので、モニターがまるで浮いているかのようなビジュアルになっていてですね、非常にかっこいい。そしてキーボードに関しては、キークロン Q1 というメカニカルキーボードになっています。真っ白で大変いい見た目をしています。このキークロン Q1 というキーボードがですね、いわゆるカスタムキーボードという風な種類のものになっていて、自分でですね、このキーキャップとかキースイッチっていうものを取り替えて楽しむことができるようなものになってるんですね。なので、このちーさんはですね、こんな風に自分好みのね、キースイッチというものをこんな風につけて、毎日ね、タイピングを楽しんでいるということになってるんです。いいですね。僕はですね、まだ自分でキースイッチだけを購入して付け替えるっていうね、段階まで足を踏み入れることはできていないんですけれども、すごくね、楽しそうですよね。近いうちにはね、なんか手を出しそうですごい怖いですけど。そしてこのキーボードとセットで使っているこのリストレスなんかもあるんですが、節むき出しみたいな感じがしていて、ものすごくナチュラル。そしてマウスに関してはロジクール M575 というトラックボールのものになっています。そしてデスクの奥にはですね、スピーカーが置いてあったり、キースイッチがね、瓶詰めにされていたり、マイクが置いてあったりと、かなりね、おしゃれな雰囲気でいろんなものが設置されているんですが、何よりもですね、このデスク、ケーブルが見えない。大変ね、配線がすっきりしているんですね。その秘訣というのが、なんとデスクの裏側にですね、有効ボードという、穴の開いた板ですね。これをですね、取り付けてあって、ここにですね、ケーブルとかアダプターなんかをしっかりとね、固定することができるということなんですね。有効ボードを活用すると穴が無数に開いてるので、ケーブルをですね、もう好きなように結束バンドで固定することができるということで、これはぜひね、試してみたいですね。有効ボードって壁にね、取り付けて小物を置くものとばかり思っていたので、配線整理にも使えるっていうのは覚えておきたいです。デスク自体はね、コンパクトなんですが、妥協のない雰囲気もりもりのデスク周りになっていました。というわけで以上、ちーさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目は、かっちゃんさんから送っていただいたデスク周りです。中3男子のデスク周りです。カナダのおしゃれなオフィスみたいな落ち着き空間を意識しました。物販でお金貯めてます。PC はジャンクパ PC からかき集めて7万で組みました。紹介してもらえたら嬉しいです。というわけで見ていきましょう。デスクはこんな感じ。デスクの明るい木目の感じと黄色い色の壁紙というのが相まってかなりデスク全体が明るい雰囲気になっています。しかもね、デスクの奥には窓までついてますから、もうここから日差しが差し込んでくるということで、ものすごく心が健康になりそうな雰囲気があります。モニターについては1枚のシンプルな構成になっています。そしてキーボードについてはレーザーブラックウィドウライトというメカニカルキーボードですね。そしてマウスがレーザーバイパーアルティメットということで、ワイヤレスのゲーミングマウスですね。こちらですね、付属のね、スタンドに置いてあげれば簡単に充電をすることができるし、マウスを置いた際の見栄えっていうのもかなり良くなるので、結構ね、デスクに置いておきたくなるゲーミングマウスっていう感じがします。そして、ロジクールのマウスパッドも置いてあるので、最小限ではありますが、もうしっかりとね、ゲーム楽しめそうな構成になっています。そしてですね、デスクの上には他にもいろんな小物なんかが置いてあって、おしゃれでなんか楽しいようなね、雰囲気を感じます。例えばね、モニターの横にはランタンみたいな照明が置いてあったりとか、壁にはちょっとした棚がついていて、
ここに植物やデッサン人形なんかが飾ってあります。そしてデスクのね、右側にもしっかりとした棚があって、ここには謎のボトルが置いてあります。飲酒？中身も程よく減ってるので、中3男子、まずい現場を見てしまったのかもしれません。そして謎のね、ギターとグランドピアノのお写真もいただきました。もしかしたらデスクのね、反対側の方とかにこういうのが置いてあるのかもしれないです。カナダのおしゃれなオフィスを意識したデスク周りということで、僕はね、カナダはおろか、日本のオフィスの雰囲気すらまともに分かってないんですけれども、楽しげなね、小物なんかも置いてあって、とてもね、明るい気持ちになれるようなデスク周りになってました。というわけで以上、かっちゃんさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は 2.4GHz さんから送っていただいたデスク周りです。うしゃにーさん、こんにちは。こんにちは。デスクにはモニター1枚配置しています。今、自分中学生でお年玉、お小遣いやりくりしてデバイス揃えていってます。まだ PC じゃなく Xbox でゲームをしているので、高校生になったらバイトして PC 買う予定です。うしゃにーのようなデスク目指して頑張ります。というわけで見ていきましょう。デスクはこんな感じ。モニターが1枚にキーボード、マウス、そしてマウスパッドという感じで、ゲームをするための超コンパクトなね、構成が出来上がっています。モニターには僕の動画も表示していただいております。ありがとうございます。キーボードについてはバルカンロキャット10キーレスというゲーミングキーボードですね。ロキャットのキーボードはなんか皆さんのね、デスク周りとか見ていると最近結構見るような気がしますね。結構ね、なんかコスパとかも良さそうなキーボードではありますよね。マウスについては何かわからなかったんですが、ワイヤレスでね、穴も開いていて、ものすごく振り回しやすそうなマウスになっています。そしてマウスパッドも特大サイズです。ゲームをする上でマウスパッドでもでかければでかいほどいいぐらいに僕は思っているので、本当にね、マウスパッドの広さは心の広さです。そして左側には AirPods という有線のイヤホンが、置いてあります。多分これでゲームなんかね、されていらっしゃるんだと思います。iPhone とか買うとついてくるやつですね。ゲームしてる方の中ではね、イヤポッツ派っていう方もね、結構ね、根強くいるんですよね。確かに低音とかもね、しっかり鳴ってくれるし、何より本体もね、かなり軽いので、長時間ゲームをしたりするのに結構向いてるんでしょうね。そして現在は Xbox でゲームをしていて、ゲーミング PC を買う予定ということで、本当にね、ゲーミング PC はね、買うと生活がね、めちゃくちゃ変わっちゃうんですよね。僕もね、まさかこんなね、毎週動画投稿するようなインターネット人間になるとはね、もう思いもしませんでしたからね。ということで、僕のようなね、デスクを目指して、頑張っていただけるということで、僕のようなね、デスクを作るコツをね、一つお教えするんですが、とりあえず白いデスクになんとなく白っぽいデバイスを置いてあげれば OK です。めちゃくちゃ簡単です。ということなんでね、ぜひどんどんね、自分好みの素敵なね、デスク周り作っていただければと思います。というわけで以上 2.4GHz さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目は E さんから送っていただいたデスク周りです。いつも楽しく動画拝見させていただいております。ありがとうございます。温かみがあり落ち着ける環境づくりをしております。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。落ち着いてる。木目感があって温かみのあるデスクの天板に暖色系の明かりがね、いろんなところに散りばめられていて、大人。モニターについては横長のウルトラワイドモニターが1枚という構成になっています。真ん中にね、ドーンと大きめのね、ディスプレイを置くことができると、ものすごく迫力が出ていいですね。そしてモニター下には棚のような、台のような横長のね、ものが置いてあって、この上にスピーカーや植物やちょっとした小物なんかが置いてあります。しかもこれ2段になってるので、この真ん中の段なんかにはケーブル通してスマホの充電スペースみたいな感じに使えるのかな。そしてキーボードについてはこれまたおしゃれですよね。こちら縦幅とね、横幅ともにコンパクトな 60% というサイズのキーボードになってるんですが、これもしかしたら自作されたキーボードかもしれないですね。キーボードのね、このフレームといいますか、ボディが木ですかね、これ。ナチュラルなね、模様がついてます。もちろん単体でもね、すっごいおしゃれなキーボードなんですが、これデスクのね、全体の雰囲気とめちゃくちゃマッチしてて、すごいですね。自作キーボードってね、確かに打ち心地とかもね、すごい自分好みにアレンジできてめちゃくちゃね、楽しそうなんですけれども、こんな風にね、ボディとかフレームとか、そういうのをですね、デスク全体の雰囲気とね、完全に一致させるようなものをね、選んだりすることもできちゃうので、なかなかね、沼が深いですね。そして、デスク周りには植物がね、いろんなところにこう散りばめられていて、もちろんね、デスクの上だけじゃなくて、横にね、設置してある棚なんかにも植物がもうたくさん生い茂っています。しかもですね、この植物にはですね、この植物を
照らすためだけのスポットライトみたいなもので、綺麗にね、ライトアップまでされちゃってるんですよ。このライトもまたすっごいおしゃれですね。雑貨屋さんとか、おしゃれカフェとか、お店みたいなね、雰囲気が醸し出されてます。物をね、こうライトで照らしてあげると、こんだけ雰囲気って出るんですね。そして奥にもですね、今度は壁を照らすためのライトなんかもね、設置されていて、こちらもまたね、エモーショナルなね、雰囲気が出ております。いやー、照明ってね、なんか自分の身の回りを照らすことだけ考えてたんですけど、こうやってなんか壁とかアイテムなんかを照らしてあげるっていうのも、すごいいい雰囲気になりますね。ぜひね、なんか僕も物の照らし方とかね、なんかライトの置き方なんかも、ちょっとね、こだわってみたいなっていう風に思います。照明のね、使い方がもうめちゃくちゃ参考になる、落ち着いたデスク周りになってました。というわけで、以上、E さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目は、ムニヤマさんから送っていただいたデスク周りです。スライムさん、こんにちは。こんにちは。11ヶ月ぶりのスライムさんへのデスク投稿です。ありがとうございます。見た目も過ごしやすさも断然良くなったと思います。紹介よろしくお願いします。というわけで、見ていきましょう。全体はこんな感じ。おしゃれ。デスクとこの壁なんかは、木目がしっかりついたね、ナチュラルな雰囲気を出してるんですが、一方でね、その中に紫のね、ライトだったりとか、独特なね、タペストリーなんかも共存していて、組み合わせというか色合わせのこのセンスっていうのがひしひしとね伝わってきますね。すごい空間です。モニターについては1枚というシンプルなね構成になっていて、モニターのね配線なんかもねもう一切見えないので、まるでモニターが宙に浮いているかのようなすごいかっこいい感じになってます。そしてモニターの下にはちょっとした台なんかが置いてあって、この上にスピーカーとかライトとか植物なんかが置いてあります。このね台を置くことによって多分ね PC のねケーブルなんかを隠しているんじゃないかなという感じがします。巧妙。そしてキーボードについては横幅がねギュッとコンパクトになった 75% というサイズのものになっています。このサイズだとねマウスをねこう振り回すスペースっていうのをね大きくね確保できるし、デスクに置いた時はねスッキリ感っていうのもかなり上がるので、結構ね使い勝手のいいサイズになってると思います。そしてキーボードの下にはリストレスもね置いてあるんですが、これをまたねおしゃれでナチュラルな感じに仕上がっています。しかもですね、このリストレストとスマホケースがお揃いの木目調の柄なんですよね。双子コーデです。もちろんねデスクのこの上っていうのも非常にねおしゃれなスペースになっているんですが、それだけじゃなくてこのデスクのねあるこの壁っていうところもとにかくねこだわりが詰め込まれている感じがします。例えばね壁自体はもともと多分白いね材質の壁だったと思うんですけれども、ここにね木の板みたいなのをもうなんか打ち込んじゃって、お部屋プチリフォームぐらいな勢いでガラッとね雰囲気がもう変わっていて、そこに棚とか時計とかいい感じのね額縁とかそんなものがこう散りばめられてるんですね。なんというかもう見応えがすごいですね。隅の隅のアイテムまでねなんかこだわりが感じられて、僕ではもうこのねこだわりは全部伝えきれないんじゃないかっていうぐらいいろんなところからねこう伝わってきますね。人生何周したらこんな組み合わせこんな配置ができるんだろうっていうぐらいのオンリーワンのおしゃれさっていうのを兼ね備えたデスク周りになってました。というわけで以上、ブニヤマさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目は、かわいいさんから送っていただいたデスク周りです。うちゃスライムさん、こんにちは。こんにちは。いつもモバイル音ゲーやディスコードで使っているデスクです。モニターは 31.5 インチと24インチ、縦の両方 LG 製です。勉強は捨てて完全に趣味のデスク周りになっています。もう一つ机があります。よろしくお願いします。最後にこの企画続けてほしいです。ありがとうございます。というわけで見ていきましょう。デスクの全体はこんな感じ。ギュッとされたようなコンパクトなデスクになっていて、かなりねすっきりした感じになっています。モニターについては横置きプラス縦置きという2枚構成になっています。本当にですね、縦置きモニターというのはデスクをコンパクトにしたいっていうのと、ディスプレイ2枚分の広さで作業がしたいっていうわがままなね2つの欲望を叶えてくれる理想的なね置き方ですので、まだね縦置きモニター試したことがないという方はぜひ一度ねやってみていただきたいなといつも思っています。そして正面のモニターが31
1.5 インチという結構大きめサイズのディスプレイになっています。なかなか珍しいですよね。やっぱりディスプレイのね、サイズが大きいとそれだけ縦横ともにね、ウィンドウを広げてね、作業をしたりとか、2、3個ぐらい同時にね、画面を開いておいたりとか、そういう感じでね、作業ができちゃうので、なかなか気になりますよね。個人的にはね、僕は今、ウルトラワイドモニターという横長のディスプレイを使っているんですが、次にモニターを買うときは、縦横ともにね、大きめのディスプレイ試してみたいなと、密かに思っています。そしてキーボードについてはロジクール G Pro というメカニカルキーボード、そしてマウスがロジクール G703 というワイヤレスのマウスになっています。この2つでね、PC 操作は超がつくほど快適にできているんじゃないでしょうか。そしてこちらのデスクにはマイクもね、設置されていまして、マランツプロ MPM1000 というコンデンサーマイクになっています。実はこのマイク、僕もですね、使っていたことがありまして、このチャンネルで動画投稿を始めてから1年ぐらいはこのマイク使ってました。とんでもない低価格のコスパ最強のコンデンサーマイクになっていまして、もちろんね、音もいいんですが、やっぱりコンデンサーマイクっていうのは見た目がかっこよくてテンションが上がりますね。価格もね、かなりお安いので、割と雑に使えるのも結構嬉しいポイントですね。そしてマイクを接続しているのがオーディオインターフェースというやつですね。これがステインバーグ UR12 というものになっています。これはですね、僕とお揃い、今まさにね、この声はこの UR12 というオーディオインターフェースを使って録音しているんです。本当にですね、この MPM1000 と UR12 という組み合わせはね、最もお得にね、整えられるオーディオ構成になってますので、いいマイクとか使いたいなっていうね、方は、ぜひね、この2つセットで揃えてあげると、動画投稿をね、始めて1年ぐらいの僕と全く同じ環境になれます。そしてですね、こちらのデスク、機材だけじゃなくてね、例えばモニター下に寝そべり縫いが置いてあったりとか、オーディオインターフェースの上にアクリルスタンドが置いてあったりして、オタクグッズをディスプレイしつつ、デスクのシンプル感を両立させているっていうのがめちゃめちゃいいですね。多分他にもね、グッズなんかは持っていらっしゃると思うんですが、それをね、ぐっとこらえてスッキリ感をね、維持されているんじゃないかと思います。素晴らしい。コンパクトながらも自分専用のね、快適空間っていうのを実現したようなデスク周りになってました。というわけで以上、かわいいさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は初心者のブレンダー日記さんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんこんにちは。こんにちは。中学2年の中古やセールを活用し安く仕上げた PC 環境と勉強机です。中古モニターや一部 PC パーツ、もらい物6年落ちゲーミングノート、リアルフォース最高です。というわけで見ていきましょう。デスク全体はこんな感じ。モニターは横向きのものが3枚横に並んでいるという配置になっていて、大迫力トリプルディスプレイ構成。横に3枚並べるのってなんだかんだかっこいいですよね。僕はね、スペースをね、有効活用するとか、使いやすさを意識しましたとか言って2年近く3枚をね、横に並べる構成っていうのはやってないんですけども、ちょっとした憧れっていうのはいつもありますね。ちなみにこの3枚構成を実現させるために小学館の図鑑ネオが犠牲になっています。ナムさん。キーボードについてはリアルフォースという静電容量無接点方式キーボードになっています。やっぱり PC 環境の改造というかアップグレードはね、個人的にはキーボードのあたりからね、始まるような気はしているので、もうこれは沼にね、片足を突っ込んでいます。そしてマウスは G502 の有線タイプになっています。マウスバンジーもしっかりと用意されてます。さらにキーボードの奥側にエコーショー5というスマートスピーカーもね、置いてあります。話しかけるとね、電気を消したり、天気を教えてくれたりするっていうアイテムです。こちらのエコーショー5はディスプレイ付きのスマートスピーカーとは思えないほどに超お手頃になっているので、まだね、スマートスピーカー試したことないという方はぜひね、このエコーショー5から入ってみることをね、おすすめします。こんな感じで使ってない間もね、置き時計としてかなりね、いい働きをしてくれるので、導入してみて後悔はしないと思います。そして PC のお写真もいただきました。こちらの PC は中古のね、パーツを駆使してかなりね、お安く仕上げたということで素晴らしいね。
いやー、僕もね、いい加減ね、PC 組みたいんですけど、本当にね、このデスク紹介の動画、これ第19回ですけど、多分ね、第1回の時からね、ずっと自作 PC 組みてえな、みたいな話をね、してると思うんですよね。なんとかしたいです。そしてこちらが、勉強机のお写真になっています。広い。しかも観葉植物まで置いてあります。いやー、すごいですね。こんだけ広い勉強机、僕だったら半分くらいいいだろうっつって、教科書とノートを積む場所みたいにしちゃいそうですけど、このね、綺麗な状態作ってらっしゃるのは偉いですね。ぜひね、この広い机でたくさん勉強してください。というわけで以上、初心者のブレンダー日記さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目は、ちゃちゃまるさんから送っていただいたデスク周りです。いつも動画拝見させてもらってます。ありがとうございます。PC を購入して3ヶ月ほどですが、デスク周りが整ってきたので投稿させていただきます。よろしくお願いします。というわけで見ていきましょう。デスク全体はこんな感じ。モニターは横向きに2枚並んでいるデュアルディスプレイ構成になっています。ちなみに1枚はモニターアーム、もう1枚はモニター台を使って高さをいい感じに揃えているという感じになっています。そしてキーボードについてはロジクール G913 キーレスというワイヤレスの薄型メカニカルキーボードになっています。そしてマウスが G Pro ワイヤレスということで、さらにはキーボードマウスを両方ともね置くことができちゃう特大マウスパッドも置いてありますので、ゲームをねするための十分な環境がもう整っているという感じになってますね。さらにね、キーボードの奥の方にはアストロミックスアンプという、ゲーム用のサウンドカードなんかもねバッチリ用意されているので、オーディオ面も申し分なし。しかもイヤホンについてはサウンドカードに直接挿しているのではなくて、デスク裏まで伸びている延長ケーブルのようなものと接続されているっていう感じになっています。本当にね、こういうサウンドカードってイヤホンつなぐときにケーブルがねデスクの上をがっつり中断してきちゃうみたいなことに、ね、なってしまうので、こういう風にねなんかデスク裏からうまいことケーブルをね通してあげられると、ものすごくね快適な環境になると思います。僕もこういうサウンドカードね使ってるんですが、デスクの裏にね程よく延長ケーブルのね先っぽをくっつけて使っております。そしてデスクの左側ですね、ここにはワゴンみたいなのが置いてありますね。これ多分 IKEA のねめちゃくちゃ人気なやつだと思うんですが、さらにこの側面にね LED テープとか、あと天井のライト、リモコンのようなものがピタッとくっつけられています。これめちゃくちゃいいですね。こういうねライトのリモコンって微妙にねちっちゃいし、使うタイミングもちょっと微妙だしっていうので、めちゃくちゃね置き場に困っちゃうんですが、こんな感じでねどこかにねピタッと固定できるとめちゃくちゃスッキリしますね。結構デスク上のデバイスも充実しているんですが、それ以外にもねディスプレイされている小物なんかもねかなりおしゃれなんですよね。例えばモニターの奥のね壁には飾り棚のようなものがね設置されていて、その上にね植物だったりとか砂時計だったりとかぬいぐるみだったりとか、その下側にはね時計まで固定されています。そしてデスク上にもね松の木のちっちゃいやつみたいなのとか、もみじなんかも飾ってあります。いや、このもみじ個人的にはめちゃめちゃこれ好きですね。この紅葉するね鮮やかなね赤色っていうのがかなりねデスクにこう映える色になっていて、デスクの印象がね締まるような感じがしますよね。欲しい。 PC を購入してから3ヶ月でねこれだけねデバイスとか小物がね揃っているわけですから、今後ものすごいスピードでねこのデスク進化していくんじゃないかなという気がします。というわけで以上、ちゃちゃまるさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目はバナナさんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんお久しぶりです。お久しぶりです。モニターを3枚にして暖色系に移行しました。紹介お願いします。というわけで見ていきましょう。デスク全体はこんな感じ。綺麗。ディスプレイや PC やライトなんかがすべてオレンジ色の光で統一されていて、めちゃめちゃいい雰囲気になってます。モニターについては上下の2段重ねに縦置きモニターが1枚横に置いてあるという感じになっています。上下にねモニター設置してあげると高さを生かしたダイナミック感が出てかっこいい。さらにね縦置きモニターも1枚横にね添えてありますので、作業のしやすさも二重丸です。キーボードについてはレーザーハンツマン10キーレスという
るメカニカルキーボードになっています。しかもね、これキーキャップが上が黒くて下が半透明のようなプリン構造をしたやつになってるんです。なのでね、こんな風にライティングがついているキーボードにね、使ってあげると、下半分がですね、いい感じに光ってくれて、キーボードの見栄えが最高になります。こういうキーキャップをね、ちょっと使ってみたいですね。そして、マウスもレーザーのものが2つ並んでいます。今日はどっちのマウス握っちゃおうかな、みたいなことができて楽しそうです。もちろんね、キーボードマウスもかなりね、充実しているんですが、それだけでなく、奥にはコントローラーがあったり、有線マウス用のね、マウスバンジーが置いてあったり、ヘッドセットがあったり、ゲーム用サウンドカードがあったりして、毎日ね、がっつりゲーム楽しめちゃうような、ものすごい充実したね、ゲーミング環境になっているような気がします。そんなね、がっつりゲームするぜっていう環境でありつつも、エモーショナルなミキシー感時計みたいなやつが置いてあったりとか、ちょっとした観葉植物が置いてあったりとか、あとはルームフレグランスなんかもあって、絶妙なね、おしゃれさも兼ね備えてるんですね。特にこのルームフレグランスなんかは、透明なガラス瓶のね、タイプを置いてあげると、ライティングなんかが絶妙にね、反射して、結構いい雰囲気になるんですね。個人的にはね、こういう透明なね、ガラス瓶めちゃくちゃ好きなので、ちょっとこういうのもね、置きたいですね。あとはデスクの縁にテープライトがね、貼ってあったりとか、謎のぐにゃぐにゃライトが設置してあったりして、どことないおしゃれ感が演出されていて、素晴らしいです。僕自身はね、こんな感じで白いデスクに青っぽいライトみたいな寒い色でね、デスク周りは構成されてるんですけど、こういうね、オレンジっぽい暖色系のデスクを作ってあげるのもめちゃくちゃいいなって思いましたね。というわけで以上、バナナさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目は AK さんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんはじめまして、はじめまして。そこそこいい音でゲームやアニメを楽しめる環境を目指して作っています。高校生のバイト代で1年かけて揃えました。よろしくお願いします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターについては2枚が横に並んでいるデュアルディスプレイ構成になっています。ゲームをする際には正面に置いているモニターを使用しているということで、横に置いてあるモニターについてはサブディスプレイみたいな感じで YouTube とかをね、垂れ流しながら正面のモニターでゲームの素材集めなんかをしたりしているのかもしれないですね。快適。モニターには僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。そしてキーボードについてはアーキスマエストロ 2S というもので、点キー付きなんだけど点キーレスサイズというようなキーボードになっています。点キーを使ってね、非常に快適な数字入力をしつつも、デスクを占領するスペースっていうのをね、最小限まで抑えることができるので、結構ね、快適な配列のキーボードになっています。ただ、こういう点キー付きなんだけど、点キーレスサイズみたいなキーボードって、大体ね、英語配列なんですが、こちらのマエストロ 2S については、なんと日本語配列っていうのがしっかりと用意されておりますので、普段は日本語配列しか使わないっていう方は、ぜひこちら試してみていただけるといいんじゃないかなと思います。そして、マウスについては、ロジクール MX マスター3ということで、この独特な形状のおかげでとんでもなく握りやすい世界最高峰マウスです。そしてこのマウスの手前側にはですね、マウス用のリストレストというのが、置いてありますね。そしてこちらのデスクはですね、なんとモニターの上下どちらにもね、棚のようなね、構造に仕上がっているので、収納力も抜群です。特に上の棚については、教科書類を中心に本がね、ずらっと並べてあります。チャート式とか懐かしい。青茶ってやつですよね。いや、僕もね、高校入学して学校教材として教科書とチャート式が配られたんですよね。おかげで僕は数学が嫌いになりました。ちなみにこのチャート式のね、左の方はいろんなね、オタクグッズをディスプレイするようなスペースにね、なっておりますので、これで教科書類のね、なんか嫌な気持ちを中和できそうですね。そしてこちらのデスク、そこそこにいい音で音楽やゲームが楽しめる環境というのを意識されているということで、かなりね、オーディオ周りにもこだわりが感じられますね。例えばこちらのヘッドホン、アーカーゲーン K701 というもので、開放型といってヘッドホンの耳に当てる外側の部分が網網になっていて、そこから音がね、外に抜けていくような構造になっているんですが、この開放型っていうのがですね、ものすごく音がね、気持ちいいんですよね。こちらの K701 僕も実際にね、試したことあるんですけれども、すごくね、気持ちのいい音鳴らしてくれますし、お値段もね、意外と手が届くところにあるんですよ。なので、
まだね、開放型ヘッドホンというものを知らないという方はぜひね、こちらの K701 なんかもぜひね、試してみていただけると、すごいね、楽しい生活が待っているんじゃないかなと思います。ちなみに、ミオホンっていうのはもう死後ですかね。あとはイヤホンなんかもありますね。僕はイヤホンに関しては全然詳しくないので、何かはさっぱりわかんないんですが、まあ、良さそうな見た目してますよね。そして、このヘッドホンとかイヤホンを接続しているのがこの奥にある MOTS M2 というオーディオインターフェースになっています。こちらはですね、基本的にはマイクなんかを接続して音をね、収録するようなアイテムなんですが、この MOTS M2 に関しては、出力側についてもかなりね、いい音を鳴らしてくれると、いろんなところでね、話題になってたりしたので、すごく音楽聴いたりするの楽しいんじゃないかなと思います。これに関しては僕もシンプルに欲しい。ということで、PC 周りとかオーディオ環境とか、教科書とか、オタクグッズとかがあって、まるで生き様が全て詰め込まれているようで、見ていてすごく楽しくなるデスクですね。というわけで以上 AK さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は、ルーツ TY さんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんこんにちは、こんにちは。高校2年生の PS4 環境です。貯金しながら少しずつデバイスを買い集めて現在に至ります。よければ動画に使ってください。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクの上にはモニターが1枚というシンプルな構成になっています。こちらは PC ではなくて PS4 の環境になっているので、モニターの枚数はね、1枚あれば十分ですからね。そしてモニターの上の縁部分にはライトのようなものが付けられています。これはデスクライトみたいなものですかね。モニターの縁をがっつり挟んであります。豪快。そしてモニターの左側にも何かディスプレイのようなものがあるんですが、これはよく見たらタブレットですね。こんな風にね、YouTube なんかを開いておいたりできるので、ゲームしながらとか何かしながら動画だったり音楽だったりをね、流せるような環境になっているということですね。そしてデスクの上にはキーボード、マウスパッドなんかが置いてあります。全部光ってる。まさにね、ゲーミング環境っていう感じがして、これもまたありですね。そしてマイクアームを使って設置をしてありまして、これまた光ってる。そしてデスクの奥の方にですね、背の高いようなライトが置いてあって、これでお部屋の雰囲気をね、いい感じにできるというものなんですが、こういうね、なんか背の高いような、なんか棒状のライト、僕もね、めちゃめちゃ欲しいんですよね。特にね、使いたい場面としては、やっぱり撮影している時のこの後ろの壁の方とか、あるいは横の方とかに置いて、ちょっと自分をね、カラフルな光で照らしてみたいんですよね。例えばね、僕が普段撮影をしている時のこの画角の後ろの方が、ちょっと青かったり、紫だったり、それか僕のこの右半分が紫っぽい光で照らされてたら、なんとなくおしゃれな映像になりそうじゃないということでね、こういう棒状のね、LED のカラフルな色に変えられるライトなんかね、ちょっと探してみたいところですよね。デバイス光りまくりの、まさにね、ゲーミングという感じのデスク周りになってました。というわけで以上、ルーツ TY さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目は、りゅうやさんから送っていただいたデスク周りです。こんにちは、こんにちは。デスクツアー関連の動画見てたら、スライムさんのデスクツアー企画動画を拝見しまして、ぜひ私もご紹介いただけたらと思いまして DM してます。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクにはモニターが1枚ドンと正面にあるようなかなりコンパクトな構成になっています。ディスプレイにはね、僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。そしてね、モニターの手前にはキーボードマウスもしっかりと置いてあります。こちらのマウスについては、ロジクール MX Master 2S というものになっています。現在はですね、3S というモデルがもう登場しているので、ちょうど1個前の世代のものということですね。こちらのね、MX Master 2S も今もね、愛用しているっていう方結構多くてですね、かなり根強い人気を感じますよね。僕が MX Master 3というマウスに出会った頃には、もうすでにね、この 2S っていうのは販売がね、終了していたので、残念ながら使ったことはないんですけれども、ぜひね、なんかどこかでなんか触ってみたいなとはいつも思っています。そしてモニターの下側にはですね、エコーショー5というスマートスピーカーが置いてあります。こちらは音声で電気をね、つけたり消したりとか、天気をね、聞いたりとか、音楽を流したりとかしてくれる、かなり便利なアイテムです。1個置いておくだけで、生活がガラッとね、快適になるようなものになっているので、話しかけられる置き時計だと思って、この動画を見ているあなたもぜひ、軽い気持ちで試してみてください。そしてデスクの右側には、自作 PC が
鎮座しています。自作 PC ってやっぱりこんな風にね、飾ってもデスクをいい雰囲気にしてくれるようなね、ものがたくさんあるので、僕も本当にですね、かっこいいド定番自作 PC みたいなのを作ってデスクに置いてニヤニヤしたいです。そしてデスクの左側ですね、ここにはいろんなカメラ用品と思われるアイテムたちがたくさん並んでいます。バッテリー、すごいですね。こんだけのバッテリーがもう充電器に装着されてスタンバイされてますよね。軽く外に出かけて写真撮るとかそういうレベルじゃないですもんね。外でね、がっつり映像を撮影してるような方なんですかね。ということで、趣味と仕事に溢れたような男のデスクという感じです。というわけで以上、りゅうやさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目はピエロさんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんこんにちは。こんにちは。第11回サムネ起用ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。大きくは変わっていませんが、アクリルオタクスタンドを飾るための棚やモニター台、テレビの壁掛け金具など DIY で自作して設置したので再投稿させていただきます。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。大迫力。モニターなどを置いている通常のね、デスクの上の方に、そのデスクと同じくらいの大きさの棚が設置されています。これはすごい。一旦下のデスクの方にね、目を向けていくと、モニターについては3枚が横に並んでいるような構成になっています。3枚のね、モニターの壁紙が全部繋がっているような感じ。大変好きです。そしてモニターの上にはね、モニターライトとか時計とかウェブカメラなんかがそれぞれ設置してあります。そしてモニターの下についてはモニター台というものが置いてあります。こちらがどうやら DIY されたものということで、真っ白でこれめちゃくちゃいいですね。売ってたら絶対買っちゃいますね。シンプルなデザインでありつつ、このモニター台の左の方は設置しているモニターの角度に合わせてすごく斜めな形に設計されていてめちゃくちゃ気持ちいい。そしてその手前にはキーボードとマウスが置いてあります。キーボードについては白いボディに紫目のキーキャップっていうのが装着されていて、かなりね、可愛い感じに仕上がってますね。接続しているケーブルがね、くるくるしているタイプのやつっていうのもかなりね、ポイント高いですね。そしてマウスについてはレーザーのバイパーアルティメットというワイヤレスのマウス、そしてマウスパッドについてはレーザーゴライアスというもので、デスク全体がアイテムも含めてものすごく白で統一されていて、めちゃめちゃいい雰囲気になってます。さて、そろそろ大迫力の棚の方を見ていきたいんですけれども、端から端までびっしりとアクリルオタクスタンドをはじめとした様々なオタクグッズがディスプレイされています。しかもですね、このディスプレイの仕方がですね、手前から奥にかけてひな壇みたいになっていて、後ろに飾っているものでも前に置いてあるアクリルスタンドなんかとなるべく被らないようにうまいこと飾ってあるんですよね。脱帽。ちなみに PC のスピーカーもね、上の棚に置いてあるので、意外と実用性も高いですね。本当にね、神棚とか祭壇みたいになってるんですけど、この空間がモニターから少し目線を上げたら存在するっていうのは、ものすごくテンション上がりますね、これ。ここでね、全然関係ない話を一個すると、僕は今月はですね、スイちゃんのメンテナンスソングという曲を毎日聴いてます。ちなみに、お部屋全体のお写真もね、いただきました。テレビでっかディスプレイにはね、僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。このデスクの横にこんなおしゃれ空間が広がってたんですね。すごいね。やっぱりこの距離感から見ると神棚ですね。そしてこのテレビがめちゃくちゃでかいのもさることながら、手前にはガラスのミニテーブルみたいなのもありますね。なんか悔しい。ということで、一人のオタクとして本当に敬意を表したいようなデスク周りですね。というわけで以上、ピエロさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目は、ショウさんから送っていただいたデスク周りです。こんにちは、ウシャスライムさん。こんにちは。最近バイトで貯めたお金で自作 PC を組みました。よければ紹介よろしくお願いします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターはデスクの上に2枚設置してあって、1枚が横置き、もう1枚が縦置きという感じになっています。壁紙が2つのモニターで繋がってる感じになってるの大変好きです。そしてこちらの2枚のモニターはそれぞれモニターアームを使って設置してあるので、モニター下の空間が非常にスッキリしています。モニターの上にはモニターライトも設置されています。
そしてキーボードについては、こちらは点キーと矢印キー部分がごっそり削られていて、横幅がギュッとなっているタイプのキーボードになっています。こういうのを 75% キーボードなんて言ったりしますね。コンパクトなね、キーボードでよく聞くのは 60% キーボードというものだと思うんですが、その 60% キーボードの数字キーの上部分にファンクションキーをつけたみたいな感じですね。なのでね、例えばゲームする方なんかはもう横幅がギュッとなっている分、マウスを大きくね、振り回すことができるので、かなりね、快適に使えるような配列になっています。そしてマウスについてはロジクール G502 ということで、ボタンがたくさんついているタイプのゲーミングマウスといえばこれっていう感じですよね。これだけね、ボタンがついているので、もうゲームのみならずね、PC でがっつり作業がしたいんだという方の願いもね、叶えてくれますので、ゲームも PC 作業もどっちもやりたいというわがままな皆さんにはもう大変おすすめです。そしてデスクの上には植物だったり置き時計だったりというちょっとしたアイテムも飾ってあって、これがね、いいアクセントになってます。個人的にはこの植物のね、丸い入れ物めちゃくちゃ欲しいな。これね、ぜひどこで入手されたのか教えていただけると、僕はすぐに買いに行きます。そして壁一面にはですね、吸音材という黒いボコボコした感じのものが貼ってあるので、一気に収録部屋というかスタジオ感っていうのが出ていて、とてもいい雰囲気になってますね。そしてデスクの上には自作 PC も置いてあります。こちらかなりね、コンパクトなサイズの PC に仕上がってますよね。このね、白いケースもかっこよさと可愛さがどちらも感じられて、すごいテンション上がりますね。僕はもう今自作 PC を組みたいボットみたいになってるので、もうそれしか言えないんですけど、コンパクトサイズのね PC にしてデスクの上のね1個のインテリアとして楽しんじゃうのもね、ありかもしれないなぁなんて思いました。というわけで以上、翔さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は、トリセツさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃすら様、こにゃにちは、こにゃにちは。仕事用デスクなのでおしゃれさは皆無です。MacBook Pro 13、Pro ディスプレイ XDR、HomePod mini、スマートキーボード、AirPods Max などで基本 Apple 純正品で構成しています。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは2枚設置してあって、正面には横置きのモニター、そしてその右側には縦置きしているモニターが1枚という構成になっています。正面のモニターがね、このちょっと大きめのサイズになっているので、横に置いているこの縦置きディスプレイとのバランスが結構いい感じになってますよね。そしてモニターの下には棚のようなものがね、設置されていて、ここにモニターライトのスイッチとかドッキングステーションなんてものが置いてあります。しかもこの棚、いろんな高さで設置してあるんですよね。これすごく遊び心があっていいですよね。目が楽しい。メタルブラザーズのチョイス、渋いですね。そしてキーボードは Apple のね、純正品ということでめちゃくちゃ薄いですね。そしてマウスについてはロジクール MX マスター3ということで、僕もついこの前動画にした最強のね、マウスです。そしてこのマウスのね、手前にはマウス用のリストレストなんてものも設置してありますね。そしてこのキーボードとマウスはどちらもデスクマットの上に置いてあります。このモニター台の下の部分、若干のね、空間が空いているので、もしかしたらね、これ使わない時なんかこのデスクマットごとスッと下にスライドさせてね、収納しているのかもしれないです。そしてね、デスクの上にはペン類が直立していたり、タスク管理用の紙なんかがあって、仕事用デスクという感じがね、ものすごくあってたまらないですね。そして左にはループデックライブという左手デバイスなんかも置いてありまして、ここにはくるくるしているタイプのケーブルが接続されています。大変おしゃれ。あとはですね、MacBook があったり、AirPods Max があったり、iPad があったりと、おっしゃる通りね、Apple 製品でものすごく統一されています。ちなみに、オイスがね、写っているお写真もいただいているんですが、こちら、岡村コンテッサというオフィスチェアになっています。かなりね、なんか、おしゃれというか、近未来感のあるフォルムをしてますね。1個部屋に置いて、後ろからずっと眺めてたいですね。お仕事用のデスクということでしたので、僕もね、こういう空間で働きたいな。というわけで以上、トリセツさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目はバームクーヘンさんから送っていただいたデスク周りです。いつも楽しく拝見してます。ありがとうございます。タブレットを使用してますので、マウスはさほど重要ではないため、かっこいいケンジントンのトラックボールを使用してます。かっこ遊び心。ツアーボックスエリートは必須です。サイドテーブルにボビーワゴンを置いてます。
椅子はスライムさんと同じのシンク、キーボードはリアルフォースです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは横向きのものが横に2枚並んでいるという感じになっています。このモニターの裏側がこう光っていて、おしゃれなね、雰囲気を醸し出しています。そしてキーボードについたリアルフォースということで、打ち心地が最高なね、静電容量無接点方式のキーボードになっています。そしてマウスがケンジントンのトラックボールマウスということで、こんな感じのね、でかいボールがね、1個埋まっていて、ここをね、手のひらとか指とかでくるくる回すことによって、マウスカーソルをね、操作することができるっていうアイテムになっています。最近ね、結構トラックボールマウスがね、気になってるんですよ。実際ね、僕は今、普通のこうね、手をこう振り回して操作するタイプのマウスを使っているんですが、ここに置いているこの液タブというね、非常にでかいモニターみたいなものを、時折ね、こう手前に持ってきた字を書いたり、絵を描いたりしてるんですが、これをね、手前に持ってきた時に、もうマウスをね、振る場所がなさすぎて、いつもこう PC 操作をするたびにね、どこかにぶつけてるんですよ。あれがね、すごい嫌なんですよ。ただね、トラックボールマウスってこんな風にね、一回ここに置いておけば、このマウスの位置を動かす必要って全くないので、結構ね、狭いデスクでもね、快適に使えるんじゃないかなと思ってるんですよね。普段はね、普通のマウスを使いつつ、一個だけトラックボールのマウスをね、デスクの上に置いておくとかね、めちゃくちゃやってみたいなと思っているところでございます。そしてさらに、このデスクの左側ですね、この辺にはツアーボックスエリートというデバイスが置いてあります。こちらね、必須とおっしゃっていましたが、左手デバイスっていうものですね。本体にはこんな風にいろんな形をしたボタンがね、ついておりまして、ここのね、それぞれに自分のね、好きな機能を自由に割り当てることができるっていうデバイスになっています。特にですね、このツアーボックス、回す動作がめちゃくちゃやりやすいんですよね。手をこの上に置いたまま、どのボタンもね、操作できてしまうので、すごいね、使い心地がいいんですよね。実はこのツアーボックスエリートについても、1年ぐらい前に動画を出しているので、興味がある方はぜひ後ほど見ていただければと思います。そして椅子についてはスチールケースティンクというものになっています。これ僕も現在ね使っております。サイズとしては結構ねコンパクトな感じの椅子になっているんですが、それでいて座った時の背中のホールド感っていうのがかなりあるので、非常に満足度が高いです。そして実はですね、つい先日ですね、こちらのバームクーヘンさんからいくつかねアイテムを追加しましたよっていうことでね、お写真をいただいたんですよ。本当にですね、僕がデスク周り紹介のこの動画を出す時期が遅いあまりに、僕がこうやって動画で紹介する頃にはもうデスク周りが次の段階ステップアップしてしまっているっていう、すごいね申し訳なさがあるんですが、せっかくね送っていただいたので、こちらもちょっと見ていきましょうか。ということでモニターが増えたということで、こんな感じでデスクの上に4枚のねモニターが設置されているっていう感じになっています。特にこの左側のねサブディスプレイの部分が縦に2枚並んでいるっていうのはすごい新しい配置ですよね。モニターには僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。他にもこんな風にドッキングステーションが追加されたり、Bluetooth で音をね飛ばせそうなアイテムなんかが追加されましたね。スッキリ感があって大変クールなデスク周りに仕上がってます。というわけで以上、バームクーヘンさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目はアリカシップ10さんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんこんにちは。こんにちは。部屋が手狭なのでローデスクと座椅子の構築です。黒プラス木目調で揃えています。導入してよかったものはモニターアーム、モニターライト、スマートホーム化です。配線は天板裏にまとめています。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは横向きのものが横に2枚並んでいるデュアルディスプレイ構成になっています。そしてモニターの上にはモニターライトが設置してあるという感じですね。そしてキーボードについては後ろにケーブルがこう伸びているので、おそらくこちらはロジクールの G813 というものになっています。そしてマウスがロジクールの G502X ということで、このね背面のツルツル感はおそらく新型ですね。絶妙な位置にリストレストなんかも置いてありますので、これおそらくねマウス用に使うリストレストなんじゃないかなと思います。そしてキーボードの奥にはモニター台っていうのが設置してありまして、この上には GSX1000 というゲーム用のサウンドカードだったりとか、BOSE の Bluetooth スピーカーだったりとか、あとはねミニカレンダーとかエコーショー5という感じでいろんなものが置いてあります。しかもこのモニター台裏の方もねちょっとした棚みたいになっているので、かなり使い勝手が良さそうですよね。これ欲しいね。そしてデスクは L 字のような形状になっていて、正面だけじゃなくてね右側にもこんな風にねスペースがあります。そしてここには普段ね外出する時とかに使いそうな小物たちがね置いてあります。物をね置くスペースでありながら、この L 字デスクのスッキリ感を維持しているっていうのは本当に素晴らしいですね。
美しい。ちなみにこのライトは何に使っているのかめちゃめちゃ気になりますね。角度的にはこれ網網になっているこのマウススタンドを照らしているようにもちょっと見えるので、もしかしたらこれマウスを使わない時にポンとディスプレイした時におしゃれなスポットライトみたいな感じになるのかもしれないですね。ということでこちらの環境はですね、ローデスク座椅子スタイルの、デスク環境になっているということなんですが、確かになんかデスクのね、足がちょっと短いような気がしなくもないですよね。座椅子スタイルのデスク周りってどんな感じなのかめちゃくちゃ気になりますね。僕実はですね、人生で座椅子に座っていたっていう記憶が全くないので、全然想像がね、つかないんですけど、床に座るのは結構好きなので、もしかしたらね、普通の椅子に座るよりもリラックス感っていうのをより出すことができたりして、結構ね、気持ちいいのかもしれないですね。ちなみにデスクの奥の方にはですね、ありえない角度で自転車が立ってます。ただですね、この一本の木の柱でおしゃれに固定してある感じ、もしかしたらこれお部屋全体も激おしゃれ空間かもしれないですね。デスク以外のスペース、これどんなお部屋になってるのかめちゃめちゃ見てみたい。というわけで以上、アリカシップ10さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目は、あかねちゃんどんごんさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいています。ありがとうございます。今年に入ってからモニターから始まり、40万でデスク周りを買い集め始めた初心者です。お手柔らかにお願いします。というわけで、見ていきましょう。全体はこんな感じ。超シンプル。デスクの上にはモニターが1枚あって、キーボードマウスが1つずつあって、それ以外の余計なものは何もいらないと言わんばかりのスッキリ感があります。素晴らしいですね。そしてモニターについては、エルゴトロン LX というモニターアームを使用して設置がしてあります。なので、モニターからケーブルが垂れ下がってしまうことはなく、非常に気持ちのいいデスクになってますね。見習いたい。そしてキーボードについては、ロジクール G913 キーレスというワイヤレスで薄型のメカニカルキーボードになっています。そしてマウスがロジクール G Pro X スーパーライトということで、こちらはね、ワイヤレスのゲーミングマウスになっています。このマウスはね、僕も現在愛用しておりまして、本当に1年以上使ってるんですが、もうね、他のマウスが全然欲しくならないくらいには、今も使い心地最高のマウスになっています。そして、キーボードとマウスの下には横長の大きめサイズのマウスパッドがね、敷いてあるという感じになっています。あとはですね、HyperX Quadcast S というマイクとか、クリエイティブピーブルというコンパクトなスピーカーとかね、本当に PC を快適に使用する上で必要最低限のものだけで構成されています。ミニマルなデスク周りっていう感じがして美しいですよね。そしてお部屋全体のお写真もね、送っていただきました。こんな感じでですね、まさかのね、2方向に窓があってそこから光が差してくるという、なんとも健康的な PC デスクに仕上がってるんですね。めちゃくちゃ羨ましいですね。そしてデスクの横にはね、ベッドも置いてあるということなので、この空間さえあればね、もう朝起きてから夜寝るまで、過ごすことができるというわけですね。ゲームして、なんかちょっと眠くなってきたなと思ったら、布団に入り、で、目が覚めたら、また眠気覚ましにゲームをしてっていう、この無限ループにね、突入することができるわけですから、もう幸せですね。そしてこのベッドもですね、なかなかすっきりしてますよね。枕元の、なんかちょっと棚みたいになってるところとか、もう何にもないですからね。目覚まし時計とかね、あってもいいと思うんですけど、何にもないですからね、非常にすっきりしてます。ちなみに、外がね、暗くなると、こんな風にね、お部屋がライティングされるんですね。キーボードとかね、いい感じにね、光っておりますが、ベッドも光ってる。なんというか、この照明ちょっとエッチですね。ということで、超シンプルでスッキリ感あふれるデスク周りになってました。というわけで、以上、あかねちゃんどんごんさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。二つ目は太陽さんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんこんにちは。こんにちは。昨日サブ PC、PS4 環境を構築して投稿したのですが、どうしても余ってたモニターアームを取り付けたくて今日再構築しました。ファイナルの E3000 とリアルフォース 91U がお気に入りです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは横向きのものが横に2枚並んでいるデュアルディスプレイ構成になっています。そしてどちらのモニターもね、モニターアームというものを使って設置をしてあります。こんな感じでね、
ね、アームをね、使用して設置をすることで、モニター下の空間がね、非常にね、すっきりとした感じになりますね。そしてディスプレイには僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。そしてキーボードについては、リアルフォース 91U ということで、静電容量無接点方式のスイッチが搭載されている非常にね、打ち心地のいいキーボードになっているんですが、これはですね、イニシエのリアルフォース。現在はですね、このリアルフォースというキーボードはですね、第3世代が絶賛ね、発売中になってるんですが、こちらいわゆる第1世代のね、リアルフォースということになってるんですね。確かなんか発売は2004年とかだったような気がしますね。そんなイニシエのキーボードなだけあってね、見た目もね、非常にレトロな雰囲気になってますよね。角はちょっと丸っこくて、色味なんかもね、若干グレーがかったような感じがしていて、令和5年になった今見ると憧れを感じますね。特にですね、この Windows キーのところなんかもうたまらんすよね。こんな感じでですね、ほら、Windows マークのこの4つの窓がこう、うねってるんですよね。ここがやっぱ雰囲気出るとこですよね。今の Windows キーってもうなんか正方形みたいな形になってますからね。今もこんな風にね、イニシエのリアルフォースが活躍しているということで、やっぱりこのリアルフォースは耐久性に優れているっていうのは本当なんですね。ちなみにキーボードのね、リストレストにはフィルコウッドリストレストというものが使用されています。まあ今やね、リアルフォース純正リストレストなんてものが出ていましたけれども、こちらのね、フィルコのリストレスト、本当にね、サイズがぴったりなんですよね。むしろね、もうこっちをなんか純正として販売してほしいぐらいな気持ちになりますね。そしてマウスについてはロジクール M575 というものでトラックボールのマウスになっています。親指部分についているこの青いボールをですね、くるくると回すことでマウスカーソルを操作することができるというものになっています。そしてキーボードとね、マウスの下にはマウスパッドがね、敷いてあります。トラックボールのマウスなので、別にマウスパッドって、なくてもいいとは思うんですけれども、デスクマットのような感じで使用されてるんだと思います。こちらのマウスパッドはレーザーギガンタスというもので、こんな風にですね、マウスパッドの縁というか断面のところだけがこう鮮やかなね、レーザーグリーンになってるんですよね。これ結構いいですね。マウスパッドのこの見えるような見えないようなところだけね、こう鮮やかなマウス色を入れてみるっていうのもね、なんというかデスク周りにね、遊び心が出て非常にテンションが上がりますね。そしてキーボードの横には EPOS GSX300 という、ゲーム用のサウンドカードが置いてあります。そしてここにファイナル E3000 という有線のイヤホンをぶっ刺して、使用しているという感じになっています。さらにね、右側のモニターの手前あたりにはクリエイティブピーブルというスピーカーもね、置いてあります。このスピーカー大人気ですね。ということで、シンプルなデスク周りでありながらもこだわりが詰まっているというようなデスク周りになってました。というわけで以上、太陽さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目はバニラアイスさんから送っていただいたデスク周りです。うちゃスライムさんこんばんは。こんばんは。初投稿失礼いたします。ライトオーディオヌマンチュです。ロフトベッド下の限られたスペースをなんとか綺麗に見せるために工夫しました。ふわふわなのは雲をイメージしてみました。宇多田ヒカルさんは最高なのです。よろしくお願いいたします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。雲が浮いてます。いやーすごいですねこれ。こちらロフトベッド下のデスク環境という感じになっているんですが、このロフトベッドをね、この上のあたりにふわふわしたものをね、くっつけることでなんか雲がね、デスクの上にあるみたいな非常にね、面白い雰囲気になってますね。しかも雲だけじゃなくてですね、デスクのね、壁とかデスク上とか、横とか、もう至るところにね、緑がね、敷き詰められていますから、もうなんかファンタジーの世界みたいになってますね。デスク周りというよりも、なんか一つの世界というようなね、空間を作っているようにももう見えてしまいますね。いやー、アートですね。モニターについては、正面にウルトラワイドモニターが1枚置いてあって、右側に縦置きモニターが1枚というような2枚構成になっています。ファンタジー世界でありながら結構使い勝手もね抜群という隙のない環境になってます。そしてキーボードについては ROG ファルシオンという 65% サイズのワイヤレスのメカニカルキーボードになっています。そしてマウスについてはロジクール G703 ということで、こちらもワイヤレスのマウスになっています。さらにマウスパッドもかなり大きめのサイズのものになっているので、このねファンタジー世界の中でもかなりねがっつりとゲームも楽しめちゃうような環境になっています。そしてですね、ライトオーディオヌマンチュということで、なんとですね、ものすごくですね、オーディオ環境っていうのが充実しているんですね。例えば、この正面にあるヘッドホンがハイファイマン
エディション XS というものになっていて、それがデスクの奥の方にある PIO のヘッドホンアンプなんかに、接続されているという感じなんですね。さらにデスクの右側にもこんな感じでですね、ヘッドホンがたくさん有効ボードにね、かけられております。ちなみにこの有効ボードの裏側をライティングしていい感じの雰囲気にするみたいなやつ、僕もめちゃくちゃやりたいですね。ということなんですが、なんとですね、こちらのバニラアイスさんから先日ですね、こちらのデスク周りを少し模様替えされたということで、追加でね、いくつかね、お写真をね、送っていただきました。なのでね、こちらもせっかくなので見ていきたいと思います。ということで、全体はこんな感じ。モニター環境などね、大きいところはあんまり変わっていないように見えるんですが、正面のなんかモニターの手前あたりにですね、謎のめちゃくちゃでかい機械が追加されたんですね。こちらがハイファイマン EF400 というもので、ヘッドホンアンプというものになってるんですね。ヘッドホンアンプってね、ざっくり言うと音が良くなる機械です。という感じでね、ライトオーディオヌマンチュのいい音探しの旅っていうのはまだまだ続いているということなんですね。ということで、一つの世界観というものをね、感じられるようなアーティスティックなね、ロフトした環境になっていました。というわけで以上、バニラアイスさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目はマックスさんから送っていただいたデスク周りです。デスクの模様替えをしたのでまた投稿失礼します。よかったらよろしくお願いいたします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。真っ白。いや、すごいですね、これは。以前に応募していただいた時もですね、デスク上のね、デバイスがもう白で統一されていて、いや、すごいなと思った記憶があるんですが、もうなんかただの白とかじゃなくて、おしゃれすぎない？デバイスを揃えるというよりも、もはやアート作品をね、展示しているのかみたいな感じの雰囲気になってきちゃってますね、これ。すごいですね。モニターについては、ウルトラワイドモニターが1枚というね、シンプルな構成になっています。そしてですね、こちらのモニターはモニターアームを使って、固定をされているんですが、このモニターアームをですね、置き時計とかスピーカーなんかでうまいことね、隠れているので、本当にこのモニターがなんか浮いているみたいな感じになっていて、めちゃくちゃかっこいいですね。最初見た時は壁にかかってんのかなとか思っちゃいましたからね。そしてモニター下にはモニター台のような棚のようなものが設置されています。このモニター台もね、ものすごい透明ですね。天板のような感じでガラスの板が1枚置いてあって、足の代わりみたいな感じで、これアクリルの収納ボックスみたいなのが2つ置いてあるような感じですかね。このね、足まで透き通ってる感じめちゃくちゃスタイリッシュですね。この透明なモニター台まるっとね、真似したいですね。そしてこのモニター台の上にはミニカレンダーとか、モニターライトのスイッチとか、白いストリームデックなんかが置いてありますね。そしてさらにこのモニター台の下には謎のブーケみたいなのが置いてありますね。結婚したのか。そしてデスクの奥の方にはですね、光るパネルみたいなのがたくさん敷き詰められてますね。これ多分本来は壁にね、貼り付けたりするようなアイテムだと思うんですが、これをね、もはやデスクの上に飾ってしまうということで、どことない近未来感というか、宇宙船のコックピットみたいな、そんな雰囲気が出てきてますね。このスピーカーたちもね、下からね、ライトで照らされて、非常にね、満足そうにしてますね。そしてキーボードについては、ロジクール G913 10キーレスというワイヤレスで薄型のゲーミングキーボードになってますね。そしてマウスがロジクール G Pro X スーパーライトということになってます。そしてマウスパッドはレーザーゴライアスクローバーということで全部白い。そしてデスクのね、右奥には自作 PC もこんな風に置いてあるんですが、これもなかなかね、真っ白でかっこいい感じになってるんですが、これだけごつくて真っ白な PC なんですが、このデスク周りの圧倒的な白さというか、近未来感のおかげで、もはやお部屋自体となんか調和してきてますよね、これ。いやー、すごいですね。そして、壁の方もね、見ていきたいんですが、例えばね、壁の上の方なんかにはね、四角くてね、光るようなパネルが直線上にね、貼ってあって、壁の下半分はね、この謎のね、ゴツゴツしたようなパネルが敷き詰められています。そしてこのデスクの右奥の方ですね、この辺、インテリアゾーンみたいになってますね。美術館の受付とか、めちゃくちゃ新しくできたなんかの本社ビルのエントランスみたいなね、ところに置いてありそうなものがね、こんな風にずらっと並んでますね。このラインナップもね、なんか、人生3周ぐらいしないと選べないんじゃないかなぐらいのね、なんか、アーティスティックなね、アイテムたちが鎮座してますよね。この、めちゃくちゃテクスチャが荒い時の招き猫みたいなやつ、これいいですね。そしてデスクのね、この左側の方なんかは、いろんなものがね、こう、吊るされているんですが、一番左なんかはこれ、
桜ですかね。めちゃくちゃいいな、これ。確かにね、こうなんか、真っ白なデスク周りね、こういう白い感じのね、お花飾ってあげると、どこか儚いようなね、雰囲気が出ますよね、これ。このお花1個でなんか、もしかしたら、マックスさんのなんか身に何かあったんじゃないかなぐらいな、ストーリーをね、語っているかのような、このお花めちゃくちゃいいな。これ一枝ぐらい分けてほしいですね。もう白い感じのね、デスク作りたいなと思っている人間誰しもがね、もうこんな感じにしてみたいなと思うようなデスク周りでした。というわけで以上、マックスさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目は、おにゃんこぽんはさんから送っていただいたデスク周りです。高 1Xbox 勢のデスク周りで、最後の写真は昔の環境になります。よろしくお願いします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。かなりシンプルで、スッキリ感がありますね。モニターについては正面に1枚置いてあるという感じになっていて、Xbox 勢ということなので、完全にこちらのモニターはゲーム用ということなんだと思います。モニターのね、ケーブルなんかも裏側のこのスタンドにしっかりとね、隠されているので、かなりね、気持ちいいですね。そしてこのモニターは、モニター台というものの上に置いてあるので、ちょうどね、自分の目線の高さと合うように設置されています。こういうのはね、長時間ゲームをしていてもね、ずっと快適な姿勢のまま行えるというわけですね。さらにですね、このモニター台の横の方にですね、なんか USB ハブみたいな感じになっていて、USB ケーブルなんかをさせそうなね、感じになってますよね。これなかなかね、便利そうですよね。おにゃんこぽんはさんは Xbox の環境ということですが、PC 使っている方なんかもね、USB ハブがついているタイプっていいですよね。ちょっとね、スマホのデータ入れたいななんていう時に、サクッとね、このモニターに USB 挿すような感覚で、モニター台の方にもね、挿せるところがあると重宝しそうですね。ちなみに、モニターの上には、モンスター神棚がありますね。そして、キーボードについては、レーザーハンツマンエリートというフルサイズのゲーミングキーボードになっています。そしてマウスがレーザーバジリスクアルティメットというワイヤレスのゲーミングマウスです。そしてマウスパッドもこれおそらくレーザーのゴライアスクローマという光るタイプのやつだと思います。このお写真見る限りは多分光ってないですね、これは。光るマウスパッドなんてあんまり消灯することもないような気がするんですが、まあおそらく宗教上の理由なんじゃないかなという感じがしますね。さらにですね、このモニターの左右には、レーザーノマクローマというスピーカーもね、設置されていますので、ゲームをする際にもね、もうパワフルなサウンドで楽しくできてしまうんじゃないでしょうか。ゲーム用にね、なんかこの LR がある感じのスピーカーって結構ね、試してみたいですよね。やっぱり臨場感とかも上がってかなりね、楽しめそうですよね。そしてデスクの横にはですね、奥がね、突き抜けているタイプの棚が置いてありますね。こういう棚、おしゃれですよね。お部屋がちょっと広々しているというか、スッキリ感があって、大変ね、なんかいい空間になるような気がするんですよね。こういう棚めちゃくちゃ置いてみたい。そしてこの棚のですね、上の段にはスマートウォッチとか、ワイヤレスイヤホンとか、あとコントローラーなんかもありますね。Xbox のコントローラーはね、僕もPC でね、ゲームするときに使うんですよね。手に馴染む感じがして僕はめちゃくちゃ好きなんですよね。皆さんもよかったらこれ、触ってみてください。握り心地満点です。そしてこの棚の下の段はですね、エコーショー5というスマートスピーカーがあったりとか、ルームフレグランスがあったりとか、植物がね、いくつかあったりという感じになってますね。ということでですね、昔の環境というのも、送っていただいています。それがこちらですね。これもまたすっきり感があってすごいですね。ちなみに当時からこのモンスター神棚っていうのはね、あったみたいです。ということで、シンプル感があって、かなりいい雰囲気のゲーム環境という感じのデスク周りでした。というわけで以上、おにゃんこぽんはさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は、なーちゃんさんから送っていただいたデスク周りです。いつも楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。よかったらデスク紹介で使ってください。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクの上にはノート PC が1台とモニターが2枚という感じで実質3画面構成のような感じになってます。横に3画面並んでるとかなりね、迫力が出ますよね。ちなみにモニターには僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。そしてですね、この PC にはPC スタンドを使って正面のモニターにはモニター台を使って、さらに右のモニターにはこのモニターアームというものを使用して、それぞれのディスプレイがなるべくね、同じ高さになるようにいい感じにね、調整されてるんですね。なので、使い勝手もね、いい感じです。そしてですね、この正面のモニターの上のところにですね、なんかモニターに取り付ける棚みたいなのがこう引っかかっていて、さらにその奥にヘッドホンみたいなものがかけられているということで、モニター裏の空間をね、こう有効に活用するという素晴らしいこのね、収納法になっています。この引っ掛けるやつって
これヘッドホン用なんですかね、それとも本当にただの棚みたいな使い方をするやつなんですかね。そしてキーボードについてはテンキーレスサイズのものになってますね。そしてその下には木製のねリストレストを設置してあるので、文字入力なんかもね非常に快適に行えると。さらにマウスについてはこれトラックボールのマウスになっていて、こんな感じでですね、親指部分についているこの丸いボールをですねくるくる回すことで PC を操作できるというタイプのものになっています。トラックボールのマウスはね、このマウス本体をブンブン振り回す必要もねないので、とても疲れにくかったりするんですが、なーちゃんさんのデスクに関してはこれをトラックボールのマウスにすることで飲酒スペースを確保しているっていうことなんですね。大変素晴らしい空間になってます。ちなみにこちらのデスクはですね、奥の方にはですね大きめのねこうカーテンがありますので、きっとねここ一面ね窓になっていると思うんですが、ここをねおそらく朝とか昼とか日中にこうガバッと開けたらもう日差しがねもうしっかり入ってくるというような感じなんじゃないですか。そしてね窓なんか開ければ新鮮な空気とか入れ替えられるような環境なんじゃないですか。これ健康的。ただでさえね PC デスクっていうものは置いてるだけで体に悪いぐらいなものではありますから、それくらい外とね繋がっているような環境にするのって結構大事ですよね。窓に向けてこうデスクを設置してあげるのもねなかなか贅沢でちょっとやってみたいですよね。ということでお部屋の一角の快適自分空間という感じのねデスク周りでした。というわけで以上なーちゃんさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目はのりさんから送っていただいたデスク周りです。ウシャスライムさんこんばんは。こんばんは。皆さんほどすごくないですが紹介していただけると嬉しいです。まだ PC が黒かったり発展途上ですが、和室にウッドカーペットを敷いてその上に白デスク環境を作成中です。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクをはじめいろんなデバイスたちもね白いもので統一されていて大変いい雰囲気になってます。モニターについてはウルトラワイドモニターが1枚置いてあって、さらにその上に普通のモニターが1枚というような2段重ね構成になってます。こんな風にね縦にね重ねるように設置すると高さを生かしたねこのデスクのダイナミック感っていうのが出るので、結構ねいい感じになります。僕も今はねこんな風に2段重ね構成でね日々生活しています。ちなみにこちらのウルトラワイドモニターは 166Hz でかつダブルクワッド HD というフル HD よりもね画質のいいディスプレイになっているので、これでゲームなんかもできちゃうってことですよね。いやーいいですね。僕の今のね夢というか人生のね目標というのはですね、やっぱり湾曲しているウルトラワイドモニターでめちゃくちゃね大迫力ゲームをすることなので羨ましくて仕方ない。そしてですねこのモニターについてはモニターアームというものを使って設置をしてあります。やっぱり2段重ね構成をするにはねこんな風なちょっとね長めのモニターアームなんかをね用意してあげなきゃいけないっていうのはまあちょっとねハードルではあるんですが、やっぱりねその分見た目もね大変スッキリするので、よかったらね皆さんも2段重ね構成にねぜひ挑戦してみてください。僕はねこの2段重ね構成を進める動画というのも出しておりますのでね、合わせてご覧になってみてください。番宣でした。すいません。そしてキーボードについてはレーザーハンツマンミニという 60% サイズのコンパクトなゲーミングキーボードになっています。そしてマウスがレーザーワイパーアルティメットというワイヤレスのゲーミングマウスですね。さらにマウスパッドがレーザーゴライアスクローマという光るタイプのやつになっていて、この辺がですねレーザーのマーキュリーホワイトっていう白いカラーのねデバイスで統一されているので、この一角だけでもねめちゃくちゃおしゃれなね雰囲気出せますよね。デバイスを統一するっていうのもねなんかいいですよね。そしてキーボードのね奥の方にはサウンドバーみたいなのがありますね。なのでね、このねサウンドもいい感じでデバイスもねしっかりしていて、モニターもねウルトラワイドの湾曲したやつでっていうことで、もうね日々のねゲームなんかも超楽しいですよね。こんな環境でゲームしたいよね。そしてこちらのデスクですね、奥の方がこの網みたいになっているような構造になっていて、このですね網と通常のねデスクのこの間のところにですねこのケーブルをね落とせるようなちょっとしたね隙間が空いてるんですよね。なのでこっからねキーボードのケーブルとかマウスパッドのケーブルなんかはねこう裏にねこう隠されているので、このデスク使うだけでかなりね配線とか綺麗にねできそうですごいいいですねこれ。ちなみにこの網の上にはですねエコーショー5とかミキシー感時計みたいなやつとかミニカレンダーとか植物なんかがね置いてあります。そしてですねデスクの横の方にはもうがっつりと自作 PC が置いてあります。この黒いケースに入っていて、かつね中がもう本当にカラフルに光り輝いてますよね。これまたねかっこいいですね。今や
自作 PC 組みたいボットみたいになってる僕としては、こういうね、中身をね、こう、ふんだんに光らせることができるようなね、ギラギラしたザ自作 PC みたいなやつを僕組みたくてね、仕方ないですね。こういうのね、憧れちゃいますね。あとはね、その横にはね、PS5 なんかもあったりするので、PC ではね、できないゲームまで、このデスクの中でカバーできてしまうという環境ですね。ゲームし放題ですね。ということでね、ゲームを最大限楽しめそうな白デスク環境になってました。というわけで以上、のりさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目は、スーミさんから送っていただいたデスク周りです。ルシャスライムさんこんばんは、こんばんは。2回目の投稿になります。ありがとうございます。キーボード沼にハマってしまいましたが、最近やっと抜け出せそうです。というわけで、見ていきましょう。全体はこんな感じ。神々しい。モニターについてはですね、ウルトラワイドモニターというね、横長のディスプレイが上下にね、2枚、重ねるように配置されていて、さらにその左側に縦置きのモニターが1枚設置されているという3枚構成になっています。まさにね、これ、夢のような構成ですよね。ウルトラワイドモニターのね、この広々した画面をもう2枚使えた上に、さらにね、この縦置きというね、縦長のディスプレイまでまるっと使えてしまうということなので、これならどんなね、PC 作業をするにおいても、まず困ることはないですよね。機能面もね、もう素晴らしいと思いますが、見た目ももうね、迫力が違いますね。僕もいつかね、ウルトラワイドモニター2枚ね、縦にこう並べてみたいですね。そして、キーボードについては、キーボールという自作キーボードなんですよね。沼に沈みきってますね。このキーボールっていうのはですね、分割型のキーボードになっていて、こんな風にね、右手用と左手用っていうね、2つのね、部分から成り立っているキーボードになってます。そしてさらにね、このキーボールはですね、その名前の通り、トラックボールがキーボードにね、こうくっついているというようなね、ものになっているので、それこそね、もう手元でキーボードを入力しつつ、さらにこの手元のトラックボールでマウス操作まで行えちゃうので、手をね、ずっとキーボードのところに置いておけば、もう無限にね、PC 操作をすることができるっていうね、すごいキーボードになっているわけです。さらにですね、この分割型のね、キーボールなんですが、これ、テンティングされてますね。先日ね、僕もこちらのコルネチェリー V3 の動画をね、出して、その中でね、テンティングという話をしたので、よかったらね、こちらも見ていただきたいんですけれども、こんな風にですね、キーボードにこう斜めに傾斜をつけようというのがこのテンティングというものなんですが、スーミさんのこのキーボール、ものすごい急な角度になってますよね、これ。僕のキーボードはこれ傾斜ついてるんですけれども、さらにね、その上を行く45度を超えているような傾斜がついてますね。すごいですね。このテンティングはですね、キーボードになんかカメラ用三脚をつけるといいよっていうアイデアがですね、最近世の中を席巻しているので、こんな風にね、三脚をこのキーボードにくっつけるみたいな感じになっているんですが、こちらのスーミさんのテンティングはですね、自由雲台というものがさらにここにくっついているっていう構造になっているわけですよね。なるほどね。なので、垂直に近いような形になるということなんですね。いや、すごいですね。まあ確かにね、手って多分、地面と平行にするよりも、地面とこの垂直になっている状態の方が楽だと思うんですよね。なので、こんな風にね、意外ときつめの傾斜にしてももしかしたら使いやすいのかもしれないですね。いやー、ちょっとやってみてもいいかもしれないですね。この雲台でがっつり傾斜をつけるみたいなの。ということでね、キーボード沼にハマっていて、ようやく抜け出せそうとおっしゃっているんですが、ここにですね、沼にね、入っていた頃のいろんなね、キーボードたちがこんな風にね、ディスプレイされているんですね。これはもう完全にハマってますね。めちゃくちゃいろいろありますね。コンパクトなやつもあるし、アリス配列キーボードという逆ハの字みたいな形にキーが並んでいるキーボードとかね、僕も似たようなキーボードを持っておりますし、あとはね、こんな風に分割型もね、すでに1台ね、所持していらっしゃるという、この沼への浸かりっぷりはなかなか本物ですね、これ。以前もね、デスク周り送っていただいたんですけれども、その時は多分こんなね、キーボード沼ボックスみたいな多分存在してなかったんじゃないかなという気がしますね。一緒に沼の中、もがいていきましょうよという感じですね。とはいえ、このキーボードをね、このディスプレイしている感じ、これめちゃくちゃいいですね。こんな風にね、キーボード飾りたいんですよね、僕も。今のところね、あんまりね、僕の場合、飾るスペースがなくて、箱の中に入れたりとかなんかどっかにしまったりしていて、ディスプレイとはもうかけ離れた状態なので、こんな風なね、いい感じの棚を見つけて、キーボードを飾りつつね、時々こっからこうポンといろんなキーボードね、持ち出して PC につないでちょっと使ったりとか、そんなね、生活をしたいです。
というわけでキーボードでものすごいたくさん喋っちゃいましたね。このデスク他にもですね、いろんなものがこう充実しているので、ぜひね、いろんなものね、喋りたいんですけれどもね、例えば、キーボードのね、左側にはこのツアーボックスというね、左手用デバイスがあったりとか、キーボード右側には MX マスター3というマウスがあったりとか、あとはね、交渉5も置いてあったりとか、自作 PC もすごいかっこよかったりとか、椅子がエンボディチェアだったりとか、もっとね、紹介したいところがすごいたくさんあるんですけれども、もうこれ以上やるとね、いつものね、動画よりもね、2、3倍ぐらいのね、長さになっちゃいそうな気がするので、この辺にさせていただきます。もっとね、お話ししたいことがあるので、ぜひまたお写真送ってください。ということでね、キーボード沼で大変でご苦労なさっていたデスク周りになってました。雰囲気もね、大変おしゃれで素敵です。というわけで以上、スーミさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目はラミレウラミさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさん、こんにちは。こんにちは。もうそろそろ模様替えをするので参加させていただきます。ゲーム好きの高校生のデスク周りです。仕事とゲームを快適にできるデスクを目指してます。ウーティング 60HE が最近のお気に入りです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。結構ね、落ち着いた色のデスク周りになってますね。パッと見た感じ、このデスク、奥行きがかなり広いですよね。よくあるデスクってね、僕のデスクもそうなんですけど、だいたいね、奥行き60センチぐらいで、意外とね、モニターとかキーボードとかいろいろ置いちゃうと、ちょっと狭いなとか思いがちなんですが、こちらのデスクに関しては、モニターとか、キーボードとか、あとでっかいマウスパッドなんかを置いても、まだね、手前と奥にね、スペースが十分にあるような感じがしていて、すごくね、広々したね、快適なデスクになっているような感じがしますね。いいですね。そしてモニターについては、正面に1枚と、さらにその右側に1枚という2枚構成になっています。またですね、正面のモニターの左側にはiPad なんかもね、スタンドにくっつけて、設置してありますね。普段はね、なんかサブディスプレイみたいな感じでね、YouTube とか音楽とかを流しつつ、時にはね、このスタンドから外してペンを使ってね、何かを書いたりとか、そんな使い方もできちゃうんじゃないかなという感じがしていて、めちゃくちゃね、なんか快適そうですね。そしてキーボードについては、ウーティング 60HE というものになっているということで、このキーボードね、なんか最近かなり熱いというか、よくね、なんか名前を聞くようなものになってますね。僕はですね、残念ながらこちらのウーティング 60HE というキーボードがどれくらいすごいのかっていうのあまり理解していないところがあるんですけど、聞くところによるとね、キーを入力した時の反応速度っていうのがものすごく速いっていうことらしいですね。なので、ゲームをする際なんかにはすごく有利に戦えるっていうことらしいです。結構気になりますよね。ただ、ちょっとね、調べてみたら、とんでもないプレミア価格がついてて、僕はびっくりしましたね。そして、マウスについては、こちら、ロジクール G Pro X スーパーライトということで、めちゃめちゃ軽いワイヤレスのゲーミングマウスという感じですね。僕もこちら愛用しております。ただ、よく見てみると、このマウス2つありますね。別にこれ、合成写真とかではないですよね。この G Pro、結構バッテリー持ちはいいマウスなんですが、それでも、やっぱりね、万が一の時のために、一応ね、予備のマウスがスタンバイしてあるみたいな感じなんだと思います。しかもね、こちらの G Pro X、なんとはスタンドで充電されているっぽいので、めちゃめちゃ楽そう。そしてマウスパッドに関してももうめちゃめちゃでかいサイズのものが、置いてありますので、もうね、マウスなんか振り回し放題っていう感じですね。また、キーボードマウスの奥の方にはね、アストロミックスアンプというゲーム用サウンドカードなんていうものもね、置いてありますので、キーボードマウスだけじゃなくてね、サウンド面でもかなりね、有利に戦えちゃうんじゃないかなという感じがしますね。また、こちらのデスクにはね、自作 PC も、置いてありますよという感じですね。こんな風にね、もうギラギラと佇んでおります。ということで、結構ね、落ち着いた雰囲気でありながらも、本気で勝つためにゲームができるようなデスク周りになってました。というわけで、以上、ラミエウラミさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は、おきチャンネルさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさんこんばんは、こんばんは。いつも楽しく動画拝見しています。ありがとうございます。100均製品いっぱいの僕の部屋ですが、よかったらよろしくお願いします。というわけで、見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクについてはね、ザ・ L 字デスクという感じになってますね。L 字のどちらのね、面も壁にぴったりとね、くっついていて、めちゃくちゃ気持ちいいですね。モニターについては、下に2枚、上に1枚という
いう2段重ねの3枚構成になっています。こんな風にね、モニターの上にさらにね、重ねるようにして設置してあげると、高さを活かしたダイナミックさみたいなのが出るので、見栄えがすごいいい感じですよね。そしてキーボードについては、ロキャットバルカン10キーレスというゲーミングキーボードになっています。こちら結構ね、コスパがいいね、キーボードになっているので、最近結構ね、人気がありますよね。皆さんからね、送っていただくデスク周りにも結構登場しているような印象があります。そしてマウスについては、ロジクール G304 というワイヤレスのね、ゲーミングマウスになっています。そしてですね、その奥のモニターの下の空間っていうのもね、存分に活用されていますよね。例えばね、左側のモニター下には、ロジクールのスピーカーがね、ぴったりとこう、はまっているような感じになっているし、右側のモニター下の空間には、モニター台みたいなものがこう置いてあって、その上側には2台目のキーボードとか、10キーなんかが収納してあって、その下は引き出しみたいなね、空間になっています。そして L 字デスクのサイドのデスクに関しては、さらに別のキーボードとか、PS4 とか、いろんなね、フィギュアなんかが、飾ってありますね。このヘッドホンの置き方、めちゃくちゃスッキリしてていいですね。そしてこちらのデスク周り、僕が今最もね憧れているアイテムが、設置してあります。それがですね、こちらの立てるタイプのバーライト。こんな風にですね、壁に向けてライトを光らせることによって結構広い範囲をね、壁を照らす間接照明みたいなものをね、ものすごくお手軽に実現することができちゃうというものになっています。これ1個あるとめちゃめちゃいい雰囲気になりますよね。これ本当にですね、僕もなんかこの後ろの方のね、この辺の空間に置きたくてたまらないです。ということで、ザ・ L 字デスクというのを存分に活用したようなデスクになってました。というわけで、以上、おきチャンネルさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目はアメリカンおっさんさんから送っていただいたデスク周りです。こんにちは、こんにちは。動画楽しく拝見しております。ありがとうございます。先月からデスク周りを構築し始めて、もともと一部屋だったところに DIY で壁作るところから始まり、机やモニター台、コースター、壁面の収納などなど、やっと作り終えたので DM を送らせていただきました。もしよかったら見ていただけると嬉しいです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。ものすごくすっきりしているというか、大人な感じというか、少なくともね、デスクを構築し始めて1ヶ月で醸し出していい雰囲気ではないですよね。いやー、おしゃれな感じですね。モニターについては2枚のディスプレイがぴったりくっついているような感じの綺麗なデュアルディスプレイ構成になっています。このモニター同士がね、繋がっているような壁紙になっているのめちゃめちゃ好き。そしてこのモニターの下にはですね、モニター台みたいなね、ものが1枚設置してあって、その上にはいろんなケーブルとか、スティールシリーズゲームダックというゲーム用サウンドカードなんていうアイテムが設置してありますね。そしてこのモニター台の下にはキーボードがね、美しく収納されてます。こちらのキーボードはレーザーブラックウィドウ V3 というやつだと思います。こちらゲーミングキーボードですね。そしてマウスに関してはレーザーバイパーアルティメットという、こちらもワイヤレスのね、ゲーミングマウスになっています。このバイパーアルティメットというのはね、こんな感じのね、付属してくるスタンドにポンと乗っけるだけで充電することができちゃうので、ものすごく使い勝手が良さそうですね。そしてですね、デバイスもね、いい感じのものが揃ってるんですが、それだけじゃなくてね、おしゃれな小物なんかもね、いろんなところに散りばめられてます。例えばね、デスクの左右には植物が置いてあったりとか、木でできているようなね、正方形のコースターがあったりとか、あとはね、こんな感じのめちゃくちゃ四角くて、かつ分厚いような見た目をしているこの置き時計なんかがありますね。この時計すっごいなんか雰囲気出るというか、可愛い感じがしてたまらないですね。そしてデスクの右側には自作 PC というものがね、もうドンと構えております。こちらの自作 PC ですね、なんというか、おしゃれ PC のお手本みたいな感じでね、真っ白な白いケースに真っ白なね、いろんなパーツで組まれているっていう感じがしていて、ものすごくね、いいビジュアルになってますよね。やっぱりね、自作 PC 組みたいボットとして、ここしばらくね、生活している僕としてはですね、まさにね、こういう自作 PC、真っ白で、スッキリ感があって、おしゃれな感じのこういうやつ、めちゃめちゃ組みたいんですよね。ということでね、デスク構築を始めて1ヶ月の段階とは思えないような、ものすごくいい雰囲気を醸し出しているようなデスク周りになってました。というわけで以上、アメリカンおっさんさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。
4つ目はナベリオさんから送っていただいたデスク周りです。こんにちは、こんにちは。いつも楽しく見ております。ありがとうございます。白いデバイスと青いものが好きなゲーマー&プログラマーです。右のデスクは仕事用、左のデスクはゲームや趣味活動用となっています。趣味はゲーム以外に 3DCG を触ったり、動画編集をしたりなどがあるので、そういうことがやりやすいデスクになっています。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。広々。お部屋には L 字デスクみたいな感じで2つのデスクが設置してあるような感じになっています。しかもね、この2つのデスク、どちらもね、結構大きめのデスクですし、とにかく白い。もちろんね、デスクのね、天板とか足も白いんですが、それだけじゃなくね、このあらゆるデバイスとか、あらゆるアイテムがもうとにかくね、白で統一されていて、ものすごくスッキリ感があって、たまらない空間になってますね。ということで、2つのね、デスクがあるということなんですが、まずはね、この左側の趣味デスクの方からね、見てみましょう。モニターに関しては、横向きのものが横に3枚並べられているようなトリプルディスプレイ構成になってます。横長のデスクをもう最大限まで活かしたかっこいい配置になってますね。そして真っ白なねキーボードにさらにその横にワイヤレスの電気を添えて使用するというようなね感じになっていて、どちらもねケーブルがなくてものすごくスッキリしてます。こんだけスッキリしてたらね、何かね作業とか趣味をねしてる時なんかはね、もうなんか雑念がなくなりそうですね。そしてその右側には、ロジクール G Pro X スーパーライトという、ゲーミングマウスが設置してありますね。僕も、使っております。めちゃくちゃいいですね。そしてですね、このキーボードの奥の方にちらっと見えるオーディオインターフェースと呼ばれるやつなんですが、これってもしかしてベビーフェイスとかいうやつですか？だとしたらこれとんでもないオーディオインターフェースですね。ベビーフェイスプロというオーディオインターフェースはですね、とにかく音質がいいんですが、そのね代償として10万円以上します。怖いです。いやーでもね、こうやってね普段ね声を収録したりする人間としては死ぬまでに一度はこれで撮ってみたいなっていう気はしますよね。ということでオーディオインターフェースにね絶望したところで、今度はちょっと右側のデスクも見てみましょう。こっちのデスクに関してはさっきよりもさらにスッキリしてますね。もう余分なものは何も置かないぐらいの勢いですね。こちらお仕事用のデスクということなので、作業に集中できるように目につくところには自身のねノイズとなってしまうようなものはもう置かないという素晴らしい空間になってるんだと思います。モニターに関してはですね、こちらはちょっと大きめのディスプレイが1枚と、さらにその横にノート PC という実質2画面構成みたいな感じになっています。キーボードに関しては HHKB という、静電容量無接点方式のめちゃめちゃ打ち心地のね気持ちいいキーボードが設置してありますし、さらにその横にはロジクール M575 という、トラックボールマウスというものが置いてあります。トラックボールマウスはね、このマウスのね親指部分についているこのボールをですねくるくる回すことで PC のねマウスカーソルを動かすことができるというようなねマウスになっています。しかもねどちらも真っ白なねデバイスになっているので、このね白いデスクにものすごく調和していてたまらないですね。どうやらこちらのナベリオさんはですね、プログラマーとして生活されているということなので、まさにねなんというかシンプルなねモニターにシンプルなキーボードにトラックボールマウスっていうねプログラマー御用達デスクみたいな感じがして大変かっこいいですね。そしてこの2つのデスクのちょうどこの L 字がカクってなっているね、なんかどうにも使いづらいようなねスペースにはこんな風にねなんか和音みたいなものが置いてあって、さらにその上に自作 PC を設置することによって空間をものすごく有効活用しております。自作 PC なんてね普段手に取ることなんかないので、まさにね絶妙な置き場所ですよね。しかもこのね自作 PC もまた白いしね、中も光ってるしで、この PC なんか丸ごと持って帰りたいです。ということで、真っ白なねおしゃれ空間ながらもお仕事用デスクとか趣味用デスクとかきっちりとね分かれていて、しっかりメリハリをつけながら作業ができるような理想のデスク周りという感じですね。というわけで以上、ナベリオさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目はゆうさんから送っていただいたデスク周りです。ウシャスライム様、はじめてまして。動画いつも見ています。ありがとうございます。海外のおしゃれなデスクを目指しています。足は電動昇降式で天板は自作です。そろそろ音響機器をアップグレードしたいと思っています。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクの正面が一面窓という感じになっていて、ものすごく明るい雰囲気になってますね。PC を触りながらこれだけの日差しが差し込んでくるというのはね、
もうここで過ごすだけで健康になれそうな気がします。そしてモニターについては正面に1枚とさらにその両側に1枚ずつというトリプルディスプレイ構成になっています。この左側のモニターについては縦置きがなされていてすごくね素敵なんですが、それよりも気になるのがこの右側のモニターですよね。絶妙な重央比。正面のモニターと見比べてみると横幅は同じぐらいになっているんですが、なんと縦長ということで通常のモニターよりもね正方形に近いような形状をしているディスプレイになっているんですね。これはもしかして LG のデュアルアップモニターというやつじゃないですか。このデュアルアップモニターというのはですね16対18という本当に正方形に近いようなねディスプレイのサイズになっていて、かつ解像度がね、ダブルクワッド HD ということでフル HD のね通常のモニターよりも結構綺麗な映像をね出力してくれるんですが、特にですねこの正方形のディスプレイというのは上下に2枚ディスプレイを重ねたのとほとんど同じようなサイズ感になっているので、非常にね広々とディスプレイを使用することもできるし、なんだったらね縦にウィンドウを2枚並べてゴリゴリといろんなね作業なんかもできちゃうという非常にね面白そうなモニターなんですよね。これ僕もねめちゃくちゃ気になっています。しかもねこのモニターデスクの正面をねもう堂々と貼ってもいいくらいなんですが、あえてサブディスプレイのようなポジションにいるというのもねなかなか贅沢でたまらないですね。そしてキーボードについてはおそらくキークロン K6 というメカニカルキーボードですね。こちら65% というサイズになっているので、デスクに置いてもねこの通りものすごくねコンパクトな感じになります。そしてマウスについてはトラックボールマウスと呼ばれるタイプのものになってます。トラックボールマウスっていうのはねマウス本体にね大きいボールのようなものが搭載されていて、ここをね指でくるくると回すことによって PC 上でねマウスカーソルを動かせるというようなアイテムになっています。僕も最近購入して、使用しております。なかなか悪くないですね。そしてそろそろ音響機器をアップグレードしたいとおっしゃっていたんですが、今のところどんな環境なのかなと思って、デスク周りをじっくりと見させていただいたんですけれども、モニター下のところにですねオーディオインターフェースみたいなのがねこう見えたんですよね。このオーディオインターフェースはですね入出力ともにものすごくねいい音になるという結構評判で、かつね結構ねリッチな、アイテムになっているんですが、ここからさらにアップグレードするっていうことなんですよねきっと。一体今頃はねもうどんなアップグレードがされているのかものすごく気になりますね。ただオーディオ沼にだけは気をつけてくださいということで、外からのね日差しが存分に差し込んでくるようなかなり健康的なデスク周りという感じでした。というわけで以上ゆうさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目はしょうさんから送っていただいたデスク周りです。こんにちはウシャスライムさん、前回紹介ありがとうございました。新しくデスク周りを変えたのでよければ紹介をお願いします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターについては正面に1枚と左側に縦置きされているモニターが1枚という、デュアルディスプレイ構成になっています。この縦置きモニターというのはねものすごくねおすすめなんですよ。普通に横向きのものを2枚並べるよりもこんな風にね横幅がかなりすっきりしますし、しかも Twitter とか、もう Twitter じゃないんですね、X ですね、 X とかあと YouTube とかを常にね表示しておくにもものすごくね絶妙なサイズ感になってるし、何よりもモニターを90度回転させるだけで簡単にね、設置できてしまうのでめちゃめちゃおすすめです。僕もね以前に縦置きモニターをね進める動画というのをね出していますので、ぜひねこちらも合わせてご覧いただきたいんですが、デスクの上に2枚モニターを設置しているなんていう方はねぜひ一度だけでも試してみてほしいなと思っております。そしてキーボードについては 60% というものすごくねコンパクトなサイズのものになっています。そしてマウスについてはロジクール G502 という有線のゲーミングマウスになっています。そしてこのマウスとキーボードの下にはね特大サイズのマウスパッドが敷いてあります。デスクマットぐらいのね広さがあるマウスパッドだとねゲームをしている際にマウスパッドのズレとか、あとはマウスパッドの境目とかがね、全く気にならないので、すごくね快適にゲームプレイできそうですよね。他にもですねデスクの上には、植物がね置いてあったりとか、瓶詰めされたキースイッチもね飾ってありますね。いやキースイッチ飾ってあげるのもなかなかいいですよね。僕もね余らせているキースイッチっていうのがいくらかねあるので、ぜひともね入れ物を用意してねその辺に置いてねなんかインテリアみたいな感じで活用したいところですね。あとはデスクの上にね、ポツンとねイヤホンが置いてあるんですが、これは多分 KZZSN Pro
Pro という、いわゆる中華イヤホンというやつですね。こちら2000円という驚きの低価格で購入できるにもかかわらず、ものすごくね、音質が良くて、楽しく音楽が聴けるというイヤホンになってます。ちなみに僕もこれ2年前くらいの動画で紹介しましたね。今も持ってます。ということでね、スッキリ感マシマシのね、ゲーミングデスクというような感じでした。というわけで以上、翔さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目は月と書いてルナと読むさんから送っていただいたデスク周りです。いつも楽しく動画を拝見させていただいてます。ありがとうございます。東京に引っ越してきて2ヶ月、ようやくデスク周りが完成してきたので送らせていただきます。デフトプロというトラックボールマウス、MX キーズ、ループデック、レーザー、オーブなどお気に入りガジェットを一つのデスクに詰め込みました。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターについては正面に1枚と右側に横向きのものが1枚、さらに左側に縦置きされているものが1枚というトリプルディスプレイ構成になっています。そしてキーボードについてはロジクール MX キーズという薄型のねワイヤレスキーボードになっています。そしてこのキーボードのさらに左側にはレーザーオーブウィーバークローマという左手用キーボードというものもね置いてあって、まさにねキーボード2段構えですね。特にですねこのキーボードの手前にはですね板タブという専用のペンを使って PC をね操作することができるデバイスというのがね置いてありますので、普段はこの正面にあるね普通のキーボードを使いながら、右手にね板タブのペンを持っている時なんかはこの左手用キーボードを使いながら作業するみたいなね感じになっているんだと思います。僕もですねここに液タブというものが置いてあって、こんな感じのペンを使用してなんかね、操作をしたりすることもあるんですが、そういう時にはここにあるねこの分割型のねド変態キーボードを文字通り分割して左手の方だけ接続してね使ったりとかするので、まさにこの板タブと左手用キーボードをね組み合わせっていうのはねものすごくね快適な組み合わせになっているんじゃないかなと思います。ちなみにこの左手用キーボードの手前にはループデックというショートカットキーボードみたいなものも置いてありますので、至れり尽くせり。そしてマウスについてはロジクール G703 というワイヤレスのゲーミングマウスと、さらにその右側にエレコムデフトプロというトラックボールのねマウスも置いてありますので、これをまたねなんかデスクの散らかり具合とかに応じて使い分けているのかもしれないですね。そしてですねこのデスクの正面ですね、一番真ん中のところにはガリレオ温度計とストームグラスというものがですね、飾ってあります。おしゃれ。特にこのストームグラスと呼ばれるやつですね、これはですね中にこういうなんか白いなんか沈殿物みたいなものがねあるんですが、これがですねその日の天気とかに応じて形とか量とかが変わってくるっていうものになっているので、毎日見るたびになんかいろんな形になっていてすごいなんか楽しいみたいなねアイテムなんですが、これもねなかなか気になりますよね。僕もなんかデスクの上に置いて天気のね変化とか季節の移ろいみたいなのをね感じたいです、家を出ずに。そしてですねこちらのデスク、特にですねデスクのこのライティングっていうのが結構ね豪華な感じになってますね。例えばデスクの縁にはねおそらくこれテープライトというものが貼ってあって、デスクのね反対側の壁のところを照らしているんだと思うんですが、このテープライトに加えてですね、さらにこのだいたいモニターの左右ぐらいの位置にスタンドタイプのバーライトというものもね設置してあるので、テープライトだけではね照らしきれない、より広い範囲の壁をライティングすることができているので、よりデスクのね雰囲気っていうのが出てきますね。こういうね細長いタイプのね立てるライトめちゃくちゃ欲しいんですけどね、部屋のあらゆるところに置いて壁中をライティングしたいです。さらにですねこのちょうどモニターの下あたりにサウンドバーと呼ばれるスピーカーみたいなものが、置いてあるんですが、このサウンドバーについてもデスクのライティングの邪魔にならないようにアクリルのようなこの透明なね筒状のアイテムで若干浮かせていて、ライティングがねもう最大限見えるように工夫をしているっていうのもねなかなか痺れます。ということでお気に入りのアイテムたちを存分に詰め込んだ作業がはかどるデスク周りという感じですね。というわけで以上、月と書いてルナと読むさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目はオトタンの隠れ部屋さんから送っていただいたデスク周りです。ウチャスライム様、はじめまして。いつもためになる動画ありがとうございます。恐縮です。 FPS に疲れ果てた私が本来の趣味を取り戻した仕事兼用のデスク周りです。仕事は楽しくをモットーにして暖色と黒を基調とした作りにしました。ご紹介いただければ幸いです。これからも応援しています。ありがとうございます。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。まさにね秘密基地というか隠れ家みたいなね感じがあって、
ものすごくテンションが上がりますね。モニターについては、正面に1枚と左側に横置きのものが1枚、さらに右側に縦置きされているものが1枚という、トリプルディスプレイ構成になっています。このモニターがですね、それぞれ綺麗に正面に向けて角度がね、つけられているので、このディスプレイに囲まれている感っていうのがね、より一層秘密基地感っていうのをね、もう爆上げしてますね。キーボードとマウスについてはどちらともかなりコンパクトなサイズのものになっているので、デスクの上がね、ものすごく広々してますね。デスクの正面の壁にはですね、かなりね、良さげなゲーミングマウスとかゲーミングキーボードなんていうものがね、かけてあるんですが、やはりね、本来の自分を取り戻した今の俺にはもはや必要ないと言わんばかりね、収納されてますね。キーボードに関してはね、やっぱりスペースを取っちゃうっていう問題が、あるので、まあ気持ちはわからなくはないんですが、マウスに関してはなんか普段のお仕事とかネットサーフィンとかでも使ってあげるとね、コピーペーストがすぐできたりとか、いろんなね、ショートカットを割り当てられたりとかして結構便利だと思うんですけどね、やはりそこはね、FPS から足を洗ったという、けじめなんだと思います。そんな FPS を引退して本来の趣味を取り戻した結果ですね、この左側のモニターの上にはお車が、右側のモニターの上には音時計なんかがね、たくさんディスプレイされています。やっぱりね、好きなものに囲まれるっていうのはね、何よりも幸せですよね。またこれはデスクの横か、あるいは後ろとかにある本棚だと思うんですが、カリンバがあります。親指で弾くピアノみたいなね、楽器ですね。1、2年前の外出自粛期間とかになんかちょっとだけ流行っていたような気がするんですが、おそらくこのカリンバにね、本気で向き合いたかったから FPS やめたんだろうなという気がしますね。そのね、証拠に5つもありますからね。一応こちらのデスクはですね、お仕事用も兼ねているということなんですが、僕だったらこれ、周りに楽しいものがありすぎて、お仕事をね、サボっちゃいそうです。まあそこに関してはね、しっかりと切り替えながら、お仕事とね、趣味を両立していらっしゃるんだと思います。ということでね、好きなものがこう詰め込まれていて、楽しさがもう見ているだけで伝わってくるようなデスク周りになってました。というわけで以上、おとたんの隠れ部屋さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目はソブニアさんから送っていただいたデスク周りです。ウチャスライムさん、はじめまして。普段ゲームはあまりせず動画制作をしたりしている大学生です。最近デスク沼にハマったはいいものの、お金もなければノウハウもない駆け出し初心者が見切り発車で投稿させていただきます。早くケーブル地獄から解放されたい。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。比較的コンパクトなスペースにね、モニターとかキーボードとかいろんなものが詰め込まれているようなデスク周りになってますね。プレミアムコーヒー。これ、何ですかね、足用のマットとかですかね。なんかめちゃめちゃ主張強いですね、これ。いいですね。モニターに関しては、正面に1枚と、その左側に横置きのモニターが1枚。そして右側には縦置きのモニターが1枚という3画面構成になっています。僕の Twitter、現 X のアカウントを表示していただいております。ありがとうございます。ということでね、2枚とか3枚とか、マルチディスプレイなんていうのをね、する際には、縦置きしたモニターというのをね、一つ導入してあげると、もちろんね、作業のしやすさ的にも、そしてこんな感じでね、デスク上のね、スペース的にも、とてもね、バランスがいい感じになるので、ものすごくおすすめです。っていう話をなんか毎回デスク紹介の動画でしている気がしますね。そしてキーボードについては、ロジクール G913 というワイヤレスの薄型メカニカルキーボードという感じですね。10キーまでしっかりついた、欲張りサイズです。そしてマウスに関しては、ロジクール MX マスター3ということで、動画制作などね、普段されているということなので、このね、キーボードマウス、そしてモニターの配置を見てあげると、かなりね、快適な作業空間になっていそうですよね。僕もなんか動画の編集をしている時に、この G913 と MX マスター 3S っていうね、組み合わせにしてやってることも結構ありますからね。そしてですね、モニターとキーボードのちょうど間ぐらいにですね、これは iPad ですかね、こんなものが絶妙な空間にね、立ててあります。それこそね、動画を作ったりとか、何らかのね、作業をする際に iPad の方に手書きでメモをして、それを見ながら PC 作業をするなんていう使い方ね、されてるんじゃないですかね。大変素敵ですね。もちろんと言ってもいいかもしれないですが、こちらのデスクね、左の方にヘッドホンとかマイクがね、しっかりとね、装備されていますので、なんだったらね、この空間さえあればね、大抵のことはもうできちゃうんじゃないかなというくらいにね、かなり充実したデスク周りという感じがしますね。というわけで以上、ソブニアさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。
2つ目はミショーンさんから送っていただいたデスク周りです。こんにちは、こんにちは。いつも YouTube 拝見させていただいております。ありがとうございます。赤が好きで集めていたらこのようなデスクになりました。リビングゲーマーなので限られたスペースでなんとかやっております。キーボードは自作でアルミボディにセラミックキーキャップとなっています。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。赤い PC の壁紙はもちろんなんですが、キーボードマウスも赤いし、スピーカーとかマウスパッドまで真っ赤っか。いやー、なかなかね、赤で統一されているデスクっていうのもね、結構珍しい感じがしますね。心なしかね、デスクの横に佇んでいる任天堂スイッチの標準カラーまで赤いデバイスに見えてきましたね。モニターについては正面に1枚という非常にね、シンプルな構成になっています。リビングゲーマーとおっしゃっていたので、モニターをね、横に3枚とか並べてしまうとちょっと邪魔になっちゃうみたいなところがあるのかもしれないですね。そしてこのモニターの奥にはですね、木の柱みたいなのが3本立てられていて、その柱に取り付けるようにして棚とか有効ボードというものがね、取り付けられております。いやー、これですね、まさに僕も今ね、やりたいと思ってるやつなんですよ。こんな感じにですね、木の棒というのをホームセンターとかで、購入して、そこの上下にですね、ラブリコみたいなね、天井と床に棒を突っ張るための器具みたいなものを購入して、こうやって柱をね、立てかけることで、全くね、壁に穴を開けることなく棚を作ったり、有効ボードを設置したりできるので、いやー、すごいやりたいんですよね。僕もまさにこのモニターのね、奥の方にこの柱立てたくてしょうがないんですよ。それこそね、こんな風に有効ボードを取り付けて、ここにね、いろんなアイテムをディスプレイしたりしたいんですよね。キーボードたちをね、もう壁に貼り付けにしたいんですよね。そしてこの真っ赤なキーボードなんですが、こちらはなんと自作されたものになっているということなんですね。なるほど、確かにあんまりね、この市販でこんなにね、フレームまで真っ赤なキーボードってもう見かけないですもんね。自作キーボードだからこそなせる技っていうところなんですね。自作キーボードもね、もちろん性能をね、追求するやり方もありますし、こんな風にね、見た目をね、追求するやり方もあるっていうのが、これまた沼が深いですよね。そして、フレームはアルミ製のものなんですが、キーキャップについてはこれセラミックというものになっているそうです。セラミックなので、お茶碗キーキャップですね。いや、めちゃめちゃね、使ってみたいんですよね。かなりね、贅沢な打鍵音とか打鍵感楽しめるらしいですからね。いや、気になりますね。気になったまま1年ぐらい経過してます。そして、マウスパッドについてはエクストリファイ GP5 という本当にね、デスクマットみたいな特大サイズのね、アイテムになっています。結構リッチなゲーミングマウスパッドですね。1年前ぐらいはなんか在庫切れしてて買えなかったんですけど、今調べたら普通に売ってましたね。ちょっと欲しいです。そんなね、赤に統一されたデスクになっているんですが、もちろん自作 PC もね、パーツというパーツが赤にね、光り輝いております。いいですね。しかもこれ PC ケースの中にディスプレイしているフィギュアまでね、赤っぽい雰囲気のものにね、揃えてあるんですよね。これすごいこだわりを感じますね。なんだったらね、でっかい剣とかね、出てきそうな子で、僕は大変嬉しいです。というわけで、かなりね、珍しくて、見応えのある赤で統一されたデスク周りになってました。というわけで、以上、ミショーンさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目はバームクーヘンさんから送っていただいたデスク周りです。毎回楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。今回1年半かけてディスク環境を構築してきてやっと完成しました。ずっと座っていたいと思う落ち着いた環境にしたつもりです。自慢のポイントはディスクと壁を離して奥行きを出し、壁にはデジタル的なものを一切置かないようにしました。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。先ほどおっしゃっていた通りですね、壁紙の色とかライティングなんかでね、ものすごくね、落ち着くような雰囲気のデスク周りになってますね。モニターについては正面に1枚と右側に横置きのものが1枚、そして左側には横置きのモニターが2段重ねされているという4画面構成になってますね。モニターもりもり。ディスプレイにはね、僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。そしてキーボードについてはリアルフォースという静電容量無接点方式キーボードというものになってますね。ものすごくリッチなね、キーボードになってるんですが、こちらMac モデルなのでホワイトでね、ものすごくね、いいビジュアルしてますね。そしてマウスについてはケンチントンスリムブレードというトラックボールマウスというものになっています。マウス本体に搭載されているこのボールをくるくる回すことによっ
ってマウスカーソルをね PC 上で動かすことができるというタイプのねアイテムになっています。僕もですね今まさにトラックボールマウスというものを使用して皆さんからね送っていただいたデスク周りのお写真を見ております。ちなみにですねこのスリムブレードというトラックボールマウスについてはマウスのこのトラックボールをですねくるくるするのではなくて、こんな風になんかツイストをするとなんと PC 上でスクロールができるということなので、個人的にこれめちゃめちゃね試してみたいなって思ってます。そしてキーボードのさらに手前側ですね、ここには板タブというアイテムが置いてありますね。この板タブっていうのは専用のペンなんかを使うことでまるでペンでね書くように、PC 上で、操作をすることができるというねアイテムになっています。手書きで文字を書いたりとか絵を描いたりするときなんかにねものすごく重宝するやつですね。さらにその左側にはですねツアーボックスという左手用デバイスが置いてあります。こちらはね本体に搭載されているいろんな形のねボタンに好きなショートカットを割り当てて使用することができるというものすごくね便利なやつです。いやすごいですね。もう入力デバイスが充実しすぎてますね。これ恐ろしいね。そしてですね正面のモニターの下あたりにですね Mac mini というのが置いてあります。デスクトップ PC みたいなものですよね。僕はですね残念ながら宗教上の理由で Mac の PC を使うことはできないんですけれども、超コンパクトなサイズでありながらスペックモリモリのデスクトップ PC として使用することができるっていうのはちょっと羨ましいなって思ったりしますね。ということでね、デスク上のアイテムたちものすごくね充実してるんですが、このモニターの奥ですよね、この壁の方もねなかなかおしゃれな感じに仕上がってますよね。例えばねこんな感じのフィラメント感のあるライトがね天井から吊り下げられていたりとか、間接照明専用みたいなスタンドライトが置いてあったりとか、さらにその両サイドにはなんかすごそうだけど名前がわからないみたいなアイテムがね飾ってあったりとか、ドローアラインというおしゃれ突っ張り棒でね時計やアロマ的な何かをねこう設置していたりとか、いやーすごいですね。なかなかデスクだけじゃなくてねデスクの奥の空間までしっかりねこだわりを感じますよね。いや本当にね僕もデスクだけじゃなくてねその奥のね壁なんかをねいかに飾るかみたいなのをねもうじっくりと考えたくなりましたね。というわけで以上バームクーヘンさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目はエヴァさんから送っていただいたデスク周りです。こんばんは、こんばんは。いつも動画楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。僕は絵を描いたりゲームをしたりたまには配信をしてみたりいろいろしているので、好きなタイミングで好きなことができるようなデスクにしてみました。ごちゃっとしていますが宝探し感覚で楽しんでいただければ幸いです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクの四方八方がもうなんか全部囲まれているみたいになってますね。これぞまさに秘密基地感っていうやつですよね。うわいいですね。やっぱこういうなんかギュッとされた空間なんか落ち着きますよね。やっぱ僕もね男の子なのでねこういう空間グッときちゃいますね。モニターについては横置きのものが横に2枚並べられているというデュアルディスプレイ構成になっています。そしてその下というかデスクの上の手元の部分には液タブというアイテムをね設置してありますので、絵を描くときなんかはこっちを見ながら PC 操作をするみたいなね感じになるんだと思います。そしてデスクの横の棚のところなんですけど、これ僕ですねこんなところになんかもう一枚ディスプレイがあるんですね。僕の動画を表示していただいております。ありがとうございます。ドラッグストアとかで無限にCM が流れてるみたいなちっちゃいモニターみたいな雰囲気がありますね。このモニターを使ってもしかしたら普段はね YouTube で垂れ流したりとかしているのかもしれないですね。なかなかこれ面白い場所にありますね。まさにサブモニターという感じがします。そしてですねこちらのデスクいろいろねゲームをしたりとか絵を描いたりとか配信をされたりなんていうこともね、されているということで、結構ねその時々に応じた形にね変形するみたいなんですよね。それこそねゲームをするときなんかは正面にあるねディスプレイを1枚手前にグッと持ってきて、さらにデスクのこの下のところですね引き出しみたいになっている部分にねこのキーボードマウスが格納されているのでそれを引っ張り出してくるみたいなね環境なんだと思います。そして絵を描くときなんかはね液タブを使っていらっしゃるということなんですが、なんとですねこのデスクの天板のね一部がめちゃくちゃ持ち上がる。すごいですね。これめちゃくちゃかっこいいですね。こ
この液タブが置いてあるデスクの部分がですね、ちょうどなんか持ち上げて斜めの角度にね、することができるということなんですね。うわ、これすごいいいな。液タブをね、こう斜めにすることによって、実質ね、上側に2枚、下側に1枚というね、トリプルディスプレイ構成みたいな感じになって、かなりね、作業しやすくなるということなんだと思います。実際にね、こんな風に絵を描きつつ、上側のディスプレイを使ってね、自分が描いている絵をね、確認しているという状況なんでしょうね。しかも、この一部が斜めになるデスク、絵を描くときもね、もちろんなんかいい感じに使えそうですし、他にもね、なんか勉強するときなんかもすごい良さそうですよね。普通のデスクだと、当然地面に対して水平な角度になっちゃうので、結構ね、長時間勉強してるとね、首とか痛くなってきちゃうんですけど、この斜めなね、角度にできたら、本当に紙をこの角度にして、ノートを取ったり、教科書を読んだりできるわけですから、意外となんかいろんな場面で活躍してくれそうですね、これ。テンション上がりますね、このデスクね。ということでね、デスク自体はね、結構コンパクトなんですけれども、かなりね、ギミックがあって、見応えがありますね。ちなみに、このお部屋はですね、デスクの右側にはね、棚がもうずらっと並べられていて、逆にこのデスクの左側ですね、ここもベッドになってますから、もう一瞬で寝れますね。やっぱり好きなタイミングでね、好きなことができるデスクというのがね、やっぱコンセプトになっているということなので、やっぱ寝たい時はね、もう好きなタイミングで寝るんでしょうね。うわー、夢がありますね。しかもですね、これデスクの横にベッドがあって、かつこれモニターアームというものを使って設置しているわけですから、これモニターの向きちょっとベッドの方にグッと持ってきて、寝っ転がりながら YouTube とか見れちゃうんじゃないですか、これ。罪ですね。多分10年後ぐらいにはこれなんか捕まる案件だと思いますね。いやー、いいですね。ただですね、これ僕ずっと気になってるんですけど、このお部屋、ドアとかどこにあるんですかね。お写真見る限りだと、右端のところにもまだなんか棚のような何かがちょっと見切れてますからね。これもしかして出れないんじゃないですかということで、ものすごいこの秘密基地感というか、隠れ家感がね、すごい心をくすぐられましたね。いや、こういう空間ね、作りたいですね。というわけで、以上、エヴァさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目は白玉さんから送っていただいたデスク周りです。スライムさん、こんにちは。こんにちは。動画いつも視聴させていただいています。ありがとうございます。ドット絵描いてる社会人1年目です。作業効率よくシンプルでありながら好きなものを置いているデスクになっています。左側のテレビみたいなスピーカーがお気に入りです。ディトープロと言います。動画頑張ってください。ありがとうございます。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは正面に1枚と、その右側に縦置きのモニターが1枚、そしてさらに正面のディスプレイの下には液タブという専用のペンで書き込むようにね、操作をすることができるディスプレイのようなアイテムが置いてあります。実質トリプルディスプレイ構成という感じですね。まさに僕が日夜おすすめしている上下の2段重ね構成というのと、縦置きディスプレイというものをね、両方の要素がもう備えられているわけですから、もう僕にとってはこれ理想のモニター構成という感じですね。この配置、そしてこのモニターの枚数であれば、基本的にどんなね PC 作業をするにおいてもスペースが足りないとか、なんか作業がしづらいなんてことはもう一切ないんじゃないかなという感じがしますね。そして、正面のディスプレイの上にはモニターライトとウェブカメラが設置されています。このモニターライトのデザインカクカクしていてなかなかかっこいいですね。そしてキーボードについてはレーザーブラックウィドウライトマーキュリーホワイトというゲーミングキーボードですね。そしてその左側には薄型ワイヤレスのテンキーが設置されています。僕もですね、普段キーボードの横にはですね、こんな感じで薄型ワイヤレスのね、テンキーを置いているんですが、こういうテンキーをね、デスクの上に1個置いておくと、それこそ PC のね、ロック解除とか、あとはもうちょっとした数字入力なんかがものすごくはかどるので、めちゃめちゃいいです。そしてマウスに関しては、ロジクール G304 というワイヤレスのゲーミングマウスになっています。そしてですね、この正面のモニターの左下あたりのところにですね、なんだかちっちゃい PC みたいなのが置いてありますよね。これがですね、ディトープロという Bluetooth スピーカーになっているということなんですね。まるでスピーカーとは思えないような、なかなかね、可愛いおしゃれなビジュアルしてますよね。さらにですね、こちら本体のディスプレイにですね、ドット絵を表示できるようで、白玉さんのデスクでは現在時刻が、表示されているということなんですね。単なるスピーカーだけじゃなくて、こんな感じのおしゃれ置き時計としても活躍してくれそうなのがめちゃくちゃいいですね。ちょっと気になりますね、これ。そしてデスクの右側ですね、ここには、スチールラックが設置されていて、ここにですね、でっかい PC とか、ノート PC とか、あるいはね、大量のぬいぐるみなんかがね、収納されております。なんかお部屋を暗い感じにすると、ちょっと怖いですね。ということで、モニターやキーボード
なんかがものすごい理想的な配置になっていて、快適さ間違いなしという感じのデスク周りになってました。というわけで以上、白玉さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は CH ケヨくんさんから送っていただいたデスク周りです。初投稿失礼します。皆さんのように色々なガジェットが飾ってないんですが、あるものでおしゃれに仕上げてみました。よろしくお願いします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。ディスプレイは横に2枚並んでいるような配置になっていて、右側のディスプレイは PC、そして左側はこの横に置いてある PS5 用のディスプレイという感じになっていそうですね。そしてキーボードに関してはよくわからなかったんですが、レーザーサイノサライトというメンブレン式のキーボードというやつによく似ている気がします。そしてマウスについてはロジクール G Pro X スーパーライトということで、ワイヤレスのゲーミングマウスになっています。こちらに関してはね、僕もね、今もなお愛用し続けています。ゲームをする際になんか他のマウスが欲しくなる気配がないんですよね。そのくらいね、満足度は高いっていうことですよ。そしてモニターの下にはですね、スピーカーも置いてありまして、こちらがクリエイティブピーブルというものになっています。結構こちらのデスク周り紹介の動画でも使っていらっしゃる方をよく見かける PC スピーカーという感じですね。ビジュアルもね結構いい感じだし、コスパもねなかなかいいんですよね。そしてですね、ちょうどこのスピーカーの間のところにですね、フォトフレームツイン、これ多分写真の入ってない写真立てですね。確かに特定の写真は入っていないんですけれども、なんかそれっぽい雰囲気は出てますよね。ちなみにですね、僕も皆さんのね見えないところでフォトフレームというものを飾っているんですけど、ここにはですね、自分で描いた絵をコンビニで印刷したものをね入れて飾っています。なんかこういうそれっぽいね写真立てに入れるとなんとなくね絵がうまく見えるのでおすすめです。そしてこのスピーカーの左の部分ですね、ここにはアロマ的な何かが設置されています。グリーンティー、なかなか渋いチョイスの香りですね。そしてさらにこの横にはですね、コーラの缶が置いてありますね。結構小さいサイズですね。最近の僕はね、もうこの量ではもう満足できないので、もう絶対に500ml 缶か、500ml ペットボトルをね、用意することにしています。ということで、このデスクの天板の落ち着いた感じの色も相まって、なかなかおしゃれな雰囲気が漂うデスク周りになってました。というわけで、以上、CH ケヨくんさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目はうんぱさんから送っていただいたデスク周りです。我が家のデスク紹介させてください。自宅作業用の仕事場です。今年の3月から急遽デスク沼にはまり少しずつ集めています。自慢は丸徳の木材サンプルを壁に貼りおしゃれ感を出しているとこ。残念ながら神妻の怒りを買い1年間の不平等条約の締結プラス自慢のインテリアの封印をされました。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクの色味と左右にある棚、さらにはですね、キーボードの手前に置いてあるリストレストの色味が統一されていて、ものすごくね落ち着いた感じの雰囲気になってますね。モニターについては正面にウルトラワイドモニターという通常より横長のディスプレイというのが1枚置いてあるという感じになっていて、さらにですね、このモニターの左下ですね、タブレットのようなね、なんか小さめのディスプレイが用意されておりまして、お仕事の際にはこんな感じで正面のウルトラワイドモニターの下まで持ってきて、上下の2段重ね構成という感じでバリバリと作業することができるというようなね、状態になっています。機密情報でいっぱいの画面になってますけど、もうガチガチのお仕事中ですね。そしてキーボードについてはキークロン V3 というメカニカルキーボードになっています。そしてマウスに関してはロジクール MX マスター3という最強の作業用マウスと僕が思っているやつですね。僕もですね、もう来る日もこれを握り続けてね、毎日生きております。そしてこちらのうんぱさんのデスクの、自慢ポイントというのがですね、こちらの壁に、いくつかね貼ってある丸徳ショップの木材サンプルということですね。確かにこれなんかいい雰囲気になってますよね。こういう感じのお店ありますよね。こんな感じでそれぞれの木材の見本みたいな感じでね、いろんな色のね、サンプル飾ってあるわけなんですが、僕も木材のねこういう木目とか見てると大変心が安らぐので、これちょっとやってみたいですよね。というかですね、最近僕このデスクの天板をですね、ヒノキの
木の板にしたんですけど、これをオーダーしたのがマルトクショップなんですよね。僕も木材サンプルいろいろもらっておけばよかったです。そしてですね、ご応募いただいた際のね、文章でですね、ものすごくね、気になったところなんですけれども、現在ですね、奥様に怒られて、ご自慢のですね、木材サンプルのね、部分が、こんな感じで封印されてるらしいんですよね。この件についてはですね、こんなメッセージがね、送られてきております。推進、家族が外出中のチェーンロックには注意しましょう。ということでね、これは、ロックした方が悪いですね。ということで、落ち着いた色味で統一されている、大人の作業空間という感じのデスク周りになってました。というわけで、以上、うんぱさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目は、たまさんさんから送っていただいたデスク周りです。デスク整理したので2回目の投稿です。ありがとうございます。キーボードはキークロン K8 Pro と Q0。ノートは Surface Pro 9で、ちょっとしたメモもペーパーレス。ディスプレイは LG のロゴをマステで隠してます。モニター台はダイソーの板重ねただけですが満足してます。アニメの CD ボックスを隠し入れるのが家庭内オタの限界です。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターについては正面にウルトラワイドモニターとその上にこれまた少し横長っぽいモニターの2段重ね構成という感じになっています。さらにですね、この2枚のディスプレイの右側には Surface Pro 9というノート PC のディスプレイも見えるようにね、設置されているので、実質3画面構成という感じになってますね。さらにですね、この右側に設置されているこのノート PC に関しては、こんな感じでですね、専用のペンが付属していて、ちょっとしたメモなんかはここに手書きで書き込んだりできちゃうということなんですね。これなかなか良さそうですよね。何かしらをね、こう書きたい時には、さっとね、この PC を手前まで近づけて、ペンを握って、ここにサラサラと書く。という感じなんでしょうね。すごくはかどりそうなモニター構成になってますね。そしてキーボードについてはキークロン K8 Pro というメカニカルキーボードになっていて、さらにその左側にはですね、キークロン Q0 というテンキーが添えてあるという形になっています。このキークロン Q0 というのがですね、個人的にはこの世で一番かっこいいテンキーなんじゃないかなとずっと思っているので、ぜひともね、欲しいんですよね、これ。一点だけね、懸念を挙げるとすれば、このキークロン Q シリーズっていうのはですね、本体がめちゃくちゃ金属でできているので、ありえないぐらい重いんじゃないかということですね。移動させるのめんどくさくなっちゃうんじゃないかなというところですね。でも、この重厚感はやっぱたまりませんよね。そして、マウスについては、ロジクール MX Ergo という、トラックボールマウスになっています。トラックボールマウスというのはですね、本体にくっついている大きめのボールを親指でくるくると、回すことでマウスカーソルを操作することができるというタイプのマウスのことですね。そして、このキーボードの、奥の方にはですね、ループデックライブ S という拡張キーボードとか、左手用デバイスなんてね、呼ばれたりするようなアイテムも設置されています。こちらのループデックライブ S というのはですね、本体のディスプレイとかつまみにですね、ありとあらゆるショートカットをね、割り当てることができるという、めちゃくちゃね、便利なアイテムになっています。本当にね、こういうショートカットをね、覚えさせておくことができるアイテムがあるかないかで、PC のね、作業のスピードがものすごく変わってくるので、こういうね、拡張デバイスみたいなのまだね、使ったことがないという方は、ぜひ1台導入していただきたいなと思っております。そして、このモニターの下の部分にはですね、モニター台というものが、置いてあって、この上に、ボールペンとか、あとはなんか棚みたいなね、ものが、置いてあります。なんとこのモニター台みたいなやつはですね、ダイソーの板を重ねただけでできているということなんですが、言われなきゃ全然わからないですよね。これ僕ももしかしたらモニター台急に欲しくなってきたなっていう時には、ダイソーに行って板を買えばいいってことなんですかね。これちょっとね、試してみたいですね。あとはですね、家庭内オタであるたまさんはですね、アニメの CD ボックスを隠し入れるのがなんか限界ということで、なんとですね、このモニター台の上にある棚みたいなところにですね、CD 入ってるんですね。シンフォギア。こんなのバレるわけないですもんね。ちなみに僕もですね、家庭内オタか家庭外オタかで言われたらそれはもちろん家庭内オタなんですけど、最近はですね、ここになぜかヤフオクで1万円ぐらいで落札しちゃったフィギュアをね、飾っています。キモいですね。ということで、結構コンパクトながらもこだわりのね、デバイスたちに囲まれて過ごせるようなデスク周りという感じでしたね。というわけで以上、たまさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。
5つ目は春巻さんから送っていただいたデスク周りです。内田さんこんにちは。こんにちは。いつも動画や配信楽しませていただいてます。ありがとうございます。学生寮を出て一人暮らしを始めてデスク周り揃ってきたので1年ぶりに応募します。昼間も夜も温かみのある雰囲気で気に入っています。ガジェット系はバクシーのオレンジのマウスがこだわりです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。雰囲気よ。暖色系の天板とかライティングにさらにねこの白いデバイスが合わさった感じたまらんですね。というかこれ完全に僕の好みドストライクのデスク周りですね。モニターについては正面に1枚とその左側にノート PC のディスプレイが見えるように設置されている実質2画面構成という感じになっています。こうモニターのねケーブルなんかもモニターを設置しているモニターアームにねしっかりと収納されていて、さらにこのモニターアームのね、取り付けている部分もこのノート PC を置くことでうまいこと隠れてるんですよね。なのでものすごくねすっきりした感じになっています。やっぱり配線整理って雰囲気作りには大事なんですね。心に突き刺さりますね。そしてキーボードについてはおそらくニューフィヘイロー65というメカニカルキーボードになっているんじゃないかなという感じですね。このねニューフィというキーボードメーカーですね、最近結構よく耳にするんですよね。それこそものすごく薄型のねキーボード出していたりとかするのでなかなかね気になるんですよね。ぜひ一度はねキーボードオタクとして使ってみたいところですね。ちなみにですねこの普段使っているであろうキーボードの左側にもですね、また別のキーボードがディスプレイされているんですね。この飾ってるスタンドシンプルでものすごくいいですね。これよかったらこれどこに売ってるのか教えてください。買いに行きます。そしてマウスについてはバクシー XE というワイヤレスのゲーミングマウスになっています。ものすごくねオレンジでこのデスク周りのアクセントになってる感じがしてものすごくいいですね。こんなカラフルなねゲーミングマウスもあるんですね。いやー知らなかったです。そしてこのキーボードとマウスの下にはですね、特大サイズのマウスパッドが、敷いてあります。こんな感じのですね、特大サイズかつ、ホワイトのねマウスパッドって意外とね種類がね少なかったりするんですが、これすごいねいい雰囲気出てますよね。そしてですねこのデスクの右端の方ですね、ここには細々としたアイテムたちがねこう置いてあります。一見するとねなんかごちゃっとしているような感じがするんですが、なんでこんなにおしゃれに見えるんですかね。こういう空間ものすごいいいですよねっていう感動をですねしていたら今足をつりました。助けてください。特にこのガラス瓶の使い方ですよね。こういうのね置いてみたいですよね。それこそねキーキャップとか、キースイッチ入れてらっしゃる方もねたくさんいますし、これはちなみに何入ってるんですかね。しかもこうやってね2段重ねて置いてあげるっていうこの感じもねセンスに溢れてますよね。またですね壁にはオタクグッズがね集められた祭壇みたいなものもありますし、デスクの横にはですねこんな感じでもう堂々とねギターが置いてあったりと、なんか人生が充実してそうですね。だって反対側の壁なんかにはですね人生充実してる人が被ってそうな帽子とかありますからね。こんな帽子僕身につけたことないですもんね。ちなみに暗くするとこんな感じの雰囲気になるですね。これまたねライティングがすごい優しい雰囲気になっていてものすごくなんか落ち着きそうです。ということで、暖色系にねホワイトを合わせた個人的にものすごく雰囲気ドストライクなおしゃれデスク周りという感じになってました。というわけで以上春巻さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。一つ目は唐揚げさんから送っていただいたデスク周りです。キーボード沼に足が入りかけている20代男です。至ってシンプルなデスク周りですが使いやすくて気に入っています。無印良品の仕切りスタンドがキーボードのために作られたようなサイズ感なのでおすすめします。キーボードは以下です。ニズ HHKB ダッキー13ミニというわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターについては正面に横向きのものが1枚とサブディスプレイとして左側に縦置きされたものが1枚というデュアルディスプレイ構成になっています。こんな風にですね横置き1枚プラス縦置き1枚という配置はですね使い勝手のバランスもとてもいいんですが、ビジュアルもですねこんな感じですっきりとしたいい感じな雰囲気になるので、こんな感じの構成とてもおすすめです。そしてキーボードについては NIZX99 という静電容量無接点方式キーボードというものになっています。NIZのキーボードはですねスコスコとかポコポコという
非常に独特で極上の打鍵感というのをね、味わうことができるので、ものすごくいいです。僕もニズのキーボードをね、よく使ったりするんですけど、めちゃめちゃ気持ちいい。もちろん気持ちよさもあるんですが、キーの重さというのもですね、35g という感じで、長時間タイピングなんかをしていても、指が全然疲れないので、無限にね、文字を打ちたくなるキーボードという感じですね。ちなみにですね、この X99 というキーボードに関しては、キーボードの配列に関しても、点キー付きなのに点キーレスサイズというね、珍しい感じにもなってるんですよね。僕もですね、以前こんな感じで、こちらのキーボードを動画で紹介したことがありますので、ちょっと気になったという方はね、ぜひこちらも合わせてご覧になってみてください。そしてですね、こちらのキーボード以外にも、デスクの横にこんな感じでサブのキーボードたちが立てかけてあるんですね。これが HHKB、こっちがダッキー13ミニというキーボードになっているとのことです。こちらの唐揚げさん、キーボード沼にね、入りかけているとおっしゃっていたんですが、これはズブズブ。そもそもですね、このニズと HHKB という静電容量無接点方式キーボードを、2つ持っている時点でもうこれ完全にアウトですね。さらには、この立てかけてあるキーボードがどちらも 60% っていうかなりね、コンパクトな配列になっていて、普通の人生をね、歩んでいる方なんかは、こんなサイズのキーボードをね、死ぬまで目撃しないものになっているので、どう考えてもズブズブです。こちら側の世界へようこそ。ちなみにですね、こちらのキーボードを立てかけているものが、無印良品の仕切りスタンドということで、これかなりね、キーボードいい感じに収納できてますよね。僕もですね、今結構いろんなね、キーボードたちがもう部屋中に溢れていて、なかなかね、保管の仕方に困っているので、これちょっとね、一度試してみたいですね。ということで、ついついね、キーボードの方に気を取られてしまったんですが、他にもですね、マウスに関しては、ロジクール G Pro X スーパーライトというワイヤレスのゲーミングマウスになっていて、マウスパッドについても、スティールシリーズの、大きめサイズのものになっているので、これならね、がっつりとね、ゲームなんかも楽しくできそうですよね。またですね、このデスクの右の方にはですね、こんな感じで駄菓子ボーイズのね、置物が、たくさん置いてあったりとか、あとは腕時計なんかもね、こんな風にスタンドを使っていい感じにね、収納されています。こんな感じで腕時計をデスクの上に置いてあげると、置き時計の代わりにもなってすごい良さそうですよね。あとは、こちらの椅子なんかはですね、イトキサリダというオフィスチェアになっているようです。このホワイトでね、軽やかなデザインが、この白デスクとものすごくいい感じにマッチしています。またですね、デスクの下には、自作 PC というものもね、こんな感じで光り輝いております。いいなぁ。ということで、シンプルではありつつも、過ごしやすさ抜群の白デスク環境という感じでした。というわけで以上、唐揚げさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は坂本さんから送っていただいたデスク周りです。ウシャスライムさん、こんにちは。こんにちは。受験期金欠限界高校生です。最近の推し YouTuber です。ありがとうございます。バイトを辞めてしまい絶賛金欠以降ほとんどデスクに課金できていません。モニターアームさえあれば。お気に入りは小学6年にサンタさん、過去当時はまだ信じていたにもらった WH1000XM2 とセールチェアです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは正面に1枚とその右側にノート PC のディスプレイという実質2画面構成という感じになっています。普段デスクトップ PC を使っている人間としてはですね、こういうスタンドとかで浮いているノート PC ってなんかかっこよくて憧れるんですよね。そしてキーボードに関してはこちら何かはわからなかったんですが 60% 配列にシルバーのねつまみがついたような形状になっていますね。キーキャップのね色味なんかもホワイトとグレーという感じでものすごく全体として統一感があってなかなかいいビジュアルをしたキーボードですよねこれ。そしてマウスに関してはロジクール G304 というワイヤレスのゲーミングマウスになっています。またですねこちらのデスクでは PC スピーカーとしてこんな感じのミニコンボみたいなものがね設置されているんですね。なので PC からこのミニコンボにつながりこのミニコンボからデスクのね両サイドにあるスピーカーにねつながっているというようなね、構成になっているんだと思います。こういうコンボみたいなのってかっこいいですよね。僕もですねこんなサブスク全盛期みたいなね時代なんですけど時にはですね意味もなく CD をですね流したくなることもあるのでまた新しく PC スピーカーみたいなのをね導入するときにはこんな感じのですねでかい箱プラススピーカー2台みたいなねやつをね手に入れたいなと密かに考えています。そしてですねお気に入りのアイテムというのが小学6年生の時にもらったヘッドホンソニー WH1000XM2 というのとハーマンミラーのセールチェアというものだそうです。オフィス
チェアに関してはともかくとして、このワイヤレスのヘッドホンですよね。これをですね、もう今も壊れることなく使っているっていうのがこれすごいですよね。現在こちらの、坂本さんはですね、受験期金欠限界高校生ということなので、小学6年生って言ったら大体5、6年くらい使い続けてるっていうことですよね。すごい大切にね、されてるんだと思います、これ。素晴らしいですね。僕もですね、小学生の時にもらったもので今も使っているものないかなと思いながら、デスクの上をですね、こう見渡してみたんですけども、一つもなかった。お父さんお母さん、ごめんなさい。残念ながら僕は物をね、大切にできていなかったので、もうここはね、心機一転、ちゃんとね、もらったものを長く使うことっていうのをね、学びたいので、今年はちょっとサンタさんにね、新しいオフィスチェアお願いしてみようと思います。ということで、コンパクトなデスクの中にお気に入りのアイテムたちがね、こう敷き詰められていて、快適に過ごせるデスクという感じでした。というわけで、以上、坂本さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目は、たやさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさん、こんにちは。こんにちは。高校2年生になってデスクを少しパワーアップしました。というわけで、見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは1枚というシンプルな構成になっています。ちなみにこちらはですね、PC 環境ではなく、デスクのこの右の方にある PS5 のゲーム環境という感じになっていますね。キーボードに関しては、ちょっとね、暗くてあんまりよくわからなかったんですが、60% サイズのコンパクトなゲーミングキーボードという感じになっています。ゲーム用途のキーボードであれば、こんな感じでですね、キーボードの横幅がコンパクトなほど、マウスをね、振り回すスペースというのをね、大きく確保することができるので、こういう感じのね、60% キーボードとか65% キーボードなんていうね、サイズのキーボードはね、かなりおすすめです。そして、モニターの右下の方を見ると、エコーショー5というスマートスピーカーというアイテムが置いてあります。このスマートスピーカーというのはですね、音声でね、お部屋の電気をね、つけたりとか、音声で今日の天気予報を聞いてみたりとか、音楽を流したりすることができるようなアイテムなんですが、こんな風にですね、デスクの上に1個置いておくと、単純な置き時計としても使えるので、結構便利なんですよね。しかもですね、これセールの時期によっては、その辺で売っている普通のね、デジタル置き時計よりも安いなんてこともね、あるので、こちらのエコーショー5に関しては、これぜひね、軽い気持ちで導入してみていただきたいなと、いつも私は思っております。こちらのデスク、黒で統一された結構ね、シンプルなゲーム環境という感じなんですが、何よりもですね、これ間接照明がいい感じなんですよね。例えば、モニター裏にはね、電球っぽい照明がね、置いてあったりとか、あとこのデスクの右端の方ですね、ここには上に向けてね、ライトをね、照らしていたりと、かなりデスク上でいい感じの雰囲気をね、醸し出しているんですよね。しかもこの2つのライトはね、きっと自分がこうモニターのね、正面に座ってゲームをしている時なんかは、きっと直接ね、目に入らないような、位置にもね、なっていると思うので、この配置もとてもいいですね。ちなみにですね、こちらのデスクで実際に過ごしている姿もね、送っていただいて、犬、そんな、もともと人間だったはずなのに、こんな姿になって、一体誰がこんなこと、ひどすぎる。ちなみに普段はね、こんな感じで、モニター以外にもね、プロジェクターも活用しているそうです。羨ましい。ということでね、大変ね、スッキリとしつつも落ち着いた雰囲気のデスク周りという感じになってました。というわけで以上、たやさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目は、ゆうさんから送っていただいたデスク周りです。先日は紹介ありがとうございます。機材をアップグレードしたので、また紹介していただけたら嬉しいです。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。こちらのデスクはですね、デスクの正面が壁ではなくて、さらに奥に、空間が広がっているような配置になっています。ものすごく開放感があって、素晴らしい。いつかね、僕もこういう離島スタイルのね、デスク、ちょっと挑戦してみたいなと思っています。そして、モニターについては、正面にウルトラワイドモニターというね、通常よりもね、横長サイズのモニターというのが1枚。そしてその右側には、ちょっと縦長のモニターである LG のデュアルアップモニターというものが置いてある贅沢な2画面構成になっています。またですね、こちらの正面に置いてあるウルトラワイドモニターに関しては、エルゴトロントレースというモニターアームを使用して固定してあるんです。このエルゴトロントレースというモニターアーム、かなりね、高級なモニターアームではあるんですが、とにかくですね、モニター位置というのをもう前後左右とか上下方向とか思うがままに簡単に動かすことができるというものになってるんですよね。いやー、これぜひ使ってみたいですよね。そしてキーボードに関しては、キークロン K6 という65% サイズのメカニカルキーボードになっていて、マウスに関してはケンチントン
エキスパートマウスというトラックボールのマウスになっています。トラックボールマウスというのはですね、本体にくっついているこんな感じのね、大きいボールを指でくるくるとね、転がすことで PC 上のカーソルというのを操作することができるというアイテムなんですが、このマウスかなり手前から奥にかけて傾斜がついてるんですよね。それこそキーボードにね、スタンドをつけて傾斜をつけるみたいな感覚でもしかしたらね、結構操作とか、やりやすくなったりするのかもしれないですね。ちょっと触ってみたいですね、これ。ちなみにですね、こちらのデスクの左端なんですが、ぶっといパキラがあります。元気ですね。僕のデスクにもこんな感じでですね、同じくパキラのパキちゃんというのがいまして、ちょうど1年前くらいに100円で購入したんですけど、めちゃめちゃ元気。こちらのパキちゃんに関してはですね、水だけを2週間にね、1回とか3週間に1回くらいここに入れて、あと放置してるだけなんですけど、こんだけ元気にね、過ごしてくれるので、皆さんもね、緑が欲しいと思ったら、100均でね、パキラを迎えてあげてください。めちゃめちゃ大手軽。そしてですね、こちらのお部屋で、この奥にある本棚なんですよね。これ、おしゃれすぎない？ 2x4 のね、柱で作られたね、シンプルな棚に、ずらっと本が並べてあるわけですよ。しかもですね、これ本棚とは違って、本当にね、柱だけでできてるので、スッキリ感がね、すごくあるんですよね。僕もですね、こういう感じ、木の柱を天井とかに突っ張って、棚とかね、作って、そこにキーボードとかね、ずらっと並べたいなとずっと思ってるんですけど、いつやろうかな。ということでね、離島スタイルでものすごく開放感がある超快適デスクという感じでした。というわけで以上、ゆうさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。5つ目は、りょうさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。ありがとうございます。モニターは Apple のスタジオディスプレイを使用しています。ドライフラワーが好きで集めています。よろしくお願いします。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。お花いっぱい。デスクの上とか、あとは壁とか、あらゆる場所にですね、こんな感じで植物たちが飾ってあります。もはやね、自宅ではなく、何かしらのショールームみたいですね。ちょっと大きめのショッピングモールとか行くと、こういう感じのお店ありますよね。ものすごいおしゃれですね。モニターについては、正面に1枚というシンプルなね、構成になっています。なお、こちらのモニターは、スタジオディスプレイという Apple から発売されている 5K のモニターになっているそうです。発色がこれめちゃくちゃいいですね。このお写真だけ見てももう明らかですよね。いや、すごいですね。このくらいね、いい色を出してくれるモニターで動画とか編集してみたいですね。ちなみにですね、こちらのスタジオディスプレイ、最安価格はですね、21万9800円。震えました。そして、こちらのモニターについては、モニター台のようなものの上に置いてあって、他にもこのモニター台にはですね、エコーショー5とか、なんかよくわからんけど浮いている電球なんかがね、置いてあります。そしてこの下のスペースには MacBook とか、あとはケーブル類なんかをね、収納されてるような感じになってそうですね。そしてキーボードに関しては、リアルフォースという、静電容量無接点方式キーボードというものになっています。こちらのリアルフォースはね、Mac モデルになっているので、本体のこのメタリックカラーがね、いい感じにきらめいてますね。そしてこのキーボードの手前側には、トラックパッドが置いてあって、さらにキーボードの右側には MX Master 3が置いてあります。トラックパッドとマウスの二刀流という感じなんですかね。さらにですね、このキーボードの左側にはですね、ループデックライブという左手デバイスというものが置いてあります。本当にですね、もうキーボードがあって、マウスがあって、トラックパッドもあって、左手デバイスもあるという感じでですね、もうなんか PC 作業をするにおいても怖いものなんかないんじゃないかというね、構成になってますよね。またですね、こちらのデスクの上にはですね、PC だけではなくて iPad もこんな感じで用意されています。なので、ふとね、何かを手書きしたくなった時には、この Apple Page をね、ささっと手に取って、さらさらとiPad にメモを書いて、その後ね、それを見ながら、PC 上で作業をするという感じでね、もう全く隙のない布陣になっています。これは間違いなくはかどりますね。そしてですね、こちらのデスク周りにはですね、本当に至るところにいい雰囲気をね、醸し出してくれるライトなんかがね、たくさん設置されていますね。それこそね、こんな感じで天井以外照らすことができないライトスタンドみたいなのもね、ありますからね。これはもうたまらんですね。そしてこちらのデスクの椅子に関しては、エルゴヒューマンというオフィスチェアにね、なっているそうです。もちろんね、デスクの雰囲気をね、いい感じに整えてあげるアイテムもたくさんありましたが、何よりもね、自分の体へのいたわりを忘れないというこの姿勢に乾杯ということでね、植物や間接照明なんかのものすごいいい雰囲気にね、囲まれながら、作業することができる贅沢なデスク環境という感じですね。というわけで以上、りょうさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。
1つ目は柔らかい肉さんから送っていただいたデスク周りです。はじめまして、はじめまして。動画いつも楽しんでます。ありがとうございます。最近お絵描きを始めたので、スライドレールをつけてキーボードと液タブの収納を作りました。エポメーカーの TH80 Pro に静音タクタイル軸と気に入ったキーキャップをつけて使っています。片手デバイスは視界ケースというメーカーの激安ですが、いい感じに使えています。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは正面に1枚というシンプルな構成になっています。ディスプレイにはね、僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。そしてですね、こちらのモニターに関しては、モニター台というようなものに、置いてありまして、このモニター台の上にはですね、他にもシャーペン消しゴムとか、充電用のケーブルとか、スピーカーとか、モニターライトのリモコンとか、液タブのペンとか、エコーポップとか、ワイヤレス充電器などなど、いろいろなアイテムが並べてありますね。ちなみにですね、こちらのエコーポップなんですが、これはスマートスピーカーというもので、電気つけてとか、今日の天気はみたいな感じでですね、音声でいろんな操作をね、することができるというようなね、アイテムになっています。このね、スマートスピーカーというのがですね、めちゃくちゃ便利で、僕もですね、今、ここにですね、エコーショー15というクソデカディスプレイがついているスマートスピーカーというのをね、置いているんですが、僕はもうこの部屋の電気に関してはもう自分の声でしか操作してないんじゃないかぐらいなね、感じになっております。特にですね、こちらのエコーポップに関しては、確かこのアレクサシリーズで一番お安く入手できるアイテムだったと思うので、ぜひとも皆さんも軽い気持ちで導入して、この音声操作のね、快適さをね、ぜひ体感していただきたいなと思っております。そしてキーボードに関しては、エポメーカー TH80 Pro というメカニカルキーボードになっています。こちらの柔らかい肉さんに関しては、このキーボードに静音タクタイル軸というようなね、キースイッチを装着しているようで、こんな感じでですね、キースイッチとか、あとはキーキャップなんかにももう存分にこだわれるっていうのがね、ほんとメカニカルキーボードのいいところですよね。本当にね、沼にはね、気をつけていただきたいところですけどね。沼にね、ズブズブになってしまうとね、こんな感じの、自作キーボードみたいなものにね、手を出してしまったりして、後戻りできなくなるので、本当にね、気をつけてください。そしてですね、先ほど、この、モニター台の上にですね、液タブのペンっていうのがね、あったんですけれども、じゃあこの肝心の液タブ、どこにあるんだと言いますと、なんとですね、このモニター台のところが、こうなって、なんか出てきたという感じでですね、このモニター台のところにですね、スライドレールというものが、装着されていて、モニター下に液タブをね、収納することができるようになってるんですよね。これめちゃめちゃすごいですよね。やっぱりね、液タブってデスクにあると、めちゃめちゃスペース取るんですよ。僕もここに今、液タブというね、アイテムを置いているんですけれども、これを置いたことによって、普段使えるデスクのスペースがね、半分以下になってしまうんですよね。僕のこのデスクに関してはこれ、奥行き 80cm あるので、そんなでかいデスクなのに使えるスペースここしかないので、本当にね、液タブって邪魔なんですよね。なのでですね、こうやって液タブを収納したり、逆に取り出したりできるっていう空間はですね、本当にスペース有効活用できて、めちゃめちゃ良さそうですよね。ちなみに、この液タブを使用する際に使っているこの左手デバイスというのが、視界ケースマクロキーボードというものになっているそうです。こちらつまみまでついてて、なかなかいいですね。デスクの上の方ですね、壁にはですね、いい感じの棚が、設置されていて、ここに、オタクグッズたちが並べられてますね。しかもこの壁紙の色、すごいなんか濃い青緑みたいな、いい感じの色なんですね。羨ましい。ということで、液タブと広々スペースが同居したスッキリデスクという感じになってました。というわけで、以上、柔らかい肉さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は猫さんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさん、こんにちは。こんにちは。いつも動画楽しみに見てます。これからも応援しています。ありがとうございます。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。シンプル、コンパクトなデスクに最小限のデバイスたちが並べられているというような感じになってますね。しかもこのデバイスたち白で統一されてるんですよね。もはやシンプルとかコンパクト以上にですね、どことないこの清潔感みたいなのがね、出てますよね。いや、いいですね。モニターに関しては、正面に1枚というシンプルな構成になっています。そしてこのモニターについてもですね、ポール型のモニターアームというものでデスクに固定されています。やっぱりモニターアームというものをね、使ってあげると、ものすごくね、デスクの下のスペースがね、すっきりするので、見栄えも良くなりますし、さらにね、このモニター下の広々した空間をね、有効に活用することもできるので、本当に無駄がないですね。そしてこのモニター下の空間には、コントローラーとか、エコーショー5というスマートスピーカーとか、ストリー
Stream Deck Mark II というものがあります。この Stream Deck というのはですね、簡単に言うとですね、ディスプレイのついたマクロキーボードみたいなものになっていて、このボタンの一つ一つにですね、好きなショートカットというものをね、もう存分に割り当てて使うことができるというアイテムになっています。これを1台置いておくと、ビジュアル機能性ともにぐんとね、上がってくるので、めちゃめちゃいいです。実はですね、ちょうど前回、僕のチャンネルではですね、Stream Deck に関する動画を、投稿しておりますので、ちょっと気になったという方はですね、ぜひこちらも合わせてご覧になってみてください。そしてキーボードについては、スティールシリーズ Apex Pro Mini という、60% サイズのゲーミングキーボードになっています。さらにこのキーボードには、スティールシリーズプリズムキャップスというホワイトのキーキャップをね、装着されているので、ものすごい白い。めちゃめちゃいいビジュアルになってます。このプリズムキーキャップスっていうのは、まるでね、プリンのような形状になっていて、下の方がね、半透明のような素材でできているので、こんな風にですね、ライティングのあるキーボードと組み合わせると、ものすごくね、綺麗にね、光るようになるので、すごーくいいですよね。そしてこのキーボードの右側には、白いマウスと白いマウスパッドというものがあって、もうまさにね、白いデバイスで統一されています。そんな感じでですね、デスクの上が必要最小限のね、デバイスたちが並んでいて、大変ね、すっきりとしたおしゃれ空間になっているんですが、実はこのお部屋全体に関しても、こんな感じでですね、かなり落ち着いた雰囲気になっているんですよね。それこそね、お部屋の至るところにこの間接照明がね、置いてあったりとか、あとはね、ドロワーラインというおしゃれ突っ張り棒があって、さらにそこに植物が飾られていたりとか、あとはね、壁にフォトフレームがね、3つ綺麗にね、並んでいたりという感じでですね、かなりこれ大人な空間になってますね。やっぱりね、こういう雰囲気のある空間ってね、なんか憧れてきますよね。ちなみにですね、こちらのお部屋にあるPC のね、お写真も送っていただきました。これまたね、白くてシンプルなね、自作 PC になってますよね。ただですね、この PC に積んであるこのグラフィックボードに関しては、RTX4090 だそうです。もりもり。ということで、お部屋全体に至るまでおしゃれな雰囲気が醸し出されているシンプルデスクという感じでした。というわけで以上、猫さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目は、マッツンさんから送っていただいたデスク周りです。はじめまして、いつも楽しく動画拝見させていただいています。ありがとうございます。サンディおじさん卒業して PC を組み直したらデスク環境も育てたくなり、子供が大きくなるまで一部屋好き勝手に使っています。デスク以外が他の趣味のものでぐちゃぐちゃに、これからそっちも綺麗にしないと。というわけで、見ていきましょう。全体はこんな感じ。比較的珍しい L 字スタイルのデスクになってますね。そして、この L 字デスクのね、デッドスペースになりがちな、ちょうどカクッとなっている部分には、PC が置いてあって、その左右にそれぞれマウス、キーボード、ディスプレイという感じの配置になっています。まずはこの PC の左側の方から見てみましょうかね。モニターに関しては少し横長サイズになっているウルトラワイドモニターというものが1枚と、さらにその左側に縦置きされたモニターが1枚という2画面構成になっています。かなりね、広々としたディスプレイ環境になっているので、もしかしたらメインで使用しているのはこちらの左側の空間かもしれませんね。そしてこのモニター下には、モニター台のようなものが、置いてあって、この上にはクリエイティブピーブルという、PC スピーカーだったり、あとは植物などなど、いろいろなね、小物なんかがね、並んでいます。さらにですね、このモニター台の下に関しては、置き時計がね、置いてあります。サイズ感がめちゃめちゃぴったりで、見ているだけでなんだか気持ちがいいです。そして、キーボードに関しては、これ何かはわからなかったんですが、フルサイズのキーボードになっています。多分ね、この空間作業用なので、点キーまでついたね、欲張りサイズのものを、使っているんじゃないかなという気がしますね。そしてですね、今度は、この PC の右側の空間ですね。こっちは多分、ゲームをする用のスペースになってますね。モニターについてはシンプルに1枚になっていて、このモニターの奥の方にコントローラースタンドとか、マウスの充電用スタンドなんかが置いてあります。この位置にコンセントあるの地味に嬉しいですね。そしてキーボードに関してはおそらくロジクール G Pro という、ゲーミングキーボードですね。そしてマウスについてもロジクール G Pro という構成になっていそうですね。あとはですね、サウンドブラスター X4 というゲーム用サウンドカードとか、あとはマイクやマイクアームなんかも設置されているので、かなりこれ充実したゲーム環境になってますよね。ちなみにデスクの奥のスペースはこんな感じになっているそうです。絶望。やっぱり趣味が多いっていうのもね、なかなか大変ですね。ということで、かなりね、広々とした快適 L 字デスクという感じになってました。というわけで以上、マッツンさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。
4つ目は、かなでさんから送っていただいたデスク周りです。いつも動画楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。ヘッドホンなどのオーディオ機器が好きな高校生です。他の方のようにおしゃれではないですが、高校生にしては環境が揃っているのかなと思います。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。モニターは正面に1枚というシンプルなね、構成になっています。そしてキーボードに関しては、2パターンあるようで、こっちはおしゃれなね、雰囲気のメカニカルキーボード。そしてこっちがゲーミング感あふれるキーボードという感じで、もしかしたらね、普段使い用とゲーム用という感じで使い分けているのかもしれないですね。そしてマウスについてもね、ゲームスタイルのようなね、時には、ロジクール G Pro X スーパーライトというワイヤレスのね、ゲーミングマウスになっていて、さらにマウスパッドについては、ベンキューのゾーイ GSR SE という、いつ見てもプレネになっているやばいマウスパッドになっています。ちょっと羨ましい。そしてですね、こちらのデスクについては、こんな感じでですね、板タブを使用することもある。ということなんですね。そしてその際には、こんな感じで左側にツアーボックスという左手デバイスなんかをね、用意して操作をしているのかもしれません。なんだか最近のこの僕のデスク紹介の企画ではですね、結構液タブとか板タブというようなね、ペンで操作ができるようなね、アイテムをデスクの上に設置をしている方をね、ものすごくね、なんかよく見かけるような気がするんですが、案外これ液タブとか板タブというアイテムって、みんなが持ってるポピュラーなアイテムなんですかね。それとも僕がこの液タブというものを日々酷使しているから類友的なね理論でたまたま液タブ板タブを持っている人たちが集まっているっていう状況なんですかね。これそのあたりが最近めちゃめちゃ気になってます。そしてこちらのかなでさんについてはオーディオ機器がお好きということでですね、こんな風にヘッドホンとか、イヤホンとかあとはアンプのようなねオーディオ関連のアイテムたちがものすごくたくさんあります。すごいかろうじてね僕が知ってるのはこの手前にあるアーカーゲーの K701 っていうね開放型ヘッドホンぐらいなんですが、木でできてるヘッドホンみたいなのもありますね。これ風の噂ではですね、このハウジングというヘッドホンのこの耳に当てる部分の外側のとこですかね、ここが木でできているとなんだかサウンドがいい感じになるっていうのもねなんか聞いたことがあるのでちょっと気になってます。ということでね、オーディオ関連のねアイテムをはじめいろんなねデバイスたちがものすごくね充実したようなデスク周りになってました。というわけで以上かなでさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。5つ目は鳥居さんから送っていただいたデスク周りです。スライムさんこんにちは。こんにちは。白いデスクを目指して作りました。コルセアが好きなのでよかったら見てください。コルセアのロゴマークは自作です。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。緑、デスクの裏やキーボードや壁のライティングから自作 PC に至るまでライティングというライティングがね全て緑色で統一されています。これはいいですね。なんだか緑色で統一されているっていうのもね少し珍しいようなね気もしますね。PC のねディスプレイタッチにナヒーダさんがいらっしゃるのでこのキャラクターに合わせてねおそらく配色されているんだと思います。モニターについてはウルトラワイドモニターが1枚とさらにその右側に縦置きされたモニターが1枚というデュアルディスプレイ構成になっています。さらにですねこの PC の上にもですねなんか小さいディスプレイが1枚ね置いてあるのでこれは PC モニターの一部なんですかね。キーボードについてはコルセア K65RGB ミニという60% サイズのゲーミングキーボードになっています。そしてマウスについてはこれ何かはわからなかったんですがこれもコルセアですね。さらにこのマウスパッドに関してもコルセアということでめちゃめちゃコルセアで統一されています。お部屋の奥の方に自作してしまったコルセアのロゴというのがね、飾ってあるのでかなりねお好きなんでしょうね。そしてですねこのキーボードマウスの奥の方ですねモニター下のスペースに関しては PC スピーカーとかあとはコントローラーとかあとはリトープロなんていうアイテムをね置いてありますね。このリトープロというのがですねこれなかなかにねなんか可愛らしいデザインでねありながらも本体にはこのドット風のディスプレイが搭載されていて現在時刻なんかを、表示することがねできたりもするのですごくねこれ気になるアイテムなんですよね。あとはね例によって Stream Deck Mark II なんてものもね、置いてあります。そしてですねやはりこれ気になるのがこの自作 PC ですよね。これ存在感がすごいですね。この PC の中のねCPU クーラーやら、メモリやらあとケーブルやらがねとにかく緑色に光っております。これはなかなかいいですよね。自作 PC 組みたいボットとしてねおなじみになっている僕なんですが実はですね先日自作 PC をねついに組んだんですよ。やっぱりですね自作 PC ね一回組んでみるとね自分の中ですごく解像度が上がって見てるだけでねものすごくね楽しくなってくるのでいや本当にね組んでみてよかったなってね思いますね。皆さんにもね近いうちに僕の自作 PC もねお披露目できたらなと思っているんです
ですが、こちらの鳥居さんの自作 PC に関してもね、かなり綺麗ですよね。ケーブルまで光らせるっていうのはね、なかなかこだわりを感じますね。これやってみたさもね、ありますね。ということでですね、ついに自作 PC 組みたいボットから自作 PC 組んだよボットにね、変わった僕ですので、ぜひね、皆さんデスク周りのお写真ね、送っていただく際にはね、自慢の PC のお写真なんかもね、大変楽しみにお待ちしておりますよ。ということで、お部屋のライティングが緑色で統一されたすっきり白デスクという感じになってました。というわけで以上、鳥居さんから送っていただいたデスク周りでした。ごもありがとうございました。